よっしゃい来た。始まりましたイエーイイエイイエーイ始まりましたどうも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 始まりましたこんばんは。どっかいどっかい。まずは自己紹介からいきますかね。はいはい。はい。ほんなら、ディスコードの上から行くということで、私から行かせてもらいます。はいはい。皆さんこんばんは。あなたに笑みをあまた絵にテラメタル学園数学担当あまた絵にですイエーイそして次誰誰だっけ？のぴちゃんかなはいのぴちゃんかなDo you believe in magic? テラメタル学園英語教師ののぴちりゅうぺです。よろしくお願いしますイエーイはい、もっちりのびとテラメタル学園社会科担当教師の春日浦もっちだよー。よろしくお願いしまいや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 はい、大人の語学はアランコとテラメタル学音楽教師猫エネルジコと申しまーす。す。イエいや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 ーイ。よろしくお願いします。お願いしますさあね、コラボのね、配信が始まったということはね、配信をお聞きのね、リスナーの皆様はね、音量のチェックをお願いしますよ。お願いしますみんなもね、ぼーっとシューバイじゃないけど、みんなも手伝って私らの配信頼むで。みんなも配信に参加してもらわなきゃいけない。参加してんね。はい。がちゃんとあるんで。急に振られるっていうね。まあはい。でね、みんなのね、コメント見ながら、それぞれ皆さんね、音量調整等々大丈夫でしょうかしてもらいつつということで音量バランス大丈はい夫でしょうか。誰かうるさいとか小さいと教えかてください。 BGM うるさいとか言ってくださいオッケーオッケーオッケー。もっちんとこはは大丈夫そうかも。い。うちもなんかみんな、大丈夫っす。大丈夫かな大丈夫ですって言ってくれてます。オッケーありがとうはい。いうことで、本日のテーマいかせていただきます。ドドンドドン。あかぶったマーダーミステリーをやろうそういうことです。わかりましたか？やろうはい。今日はですね、私、あまたえにがですね、みんなにね、お願いしますマーダーミステリーをやらせてくださいっつって、お願いをしまして、マーダーミステリーをね、することになりました。イエイ。イエイにゃこの中で、マーダーミステリー、初めてだよっていう人、はーいおー、はいはいはいお、猫ちゃんとのぴいやね、初めてです。初めてですいいですね。まさかのね、初めてのマーダーミステリーを私がね、GM 務めさせていただくということで。ぜひね、初めてよ。初めてもらったいやーもうね、そう、リスナーのね、今ね、配信ご覧の皆さんもね、結構、マダミス知らんよって見たことないよっていう人もね、結構いっぱいおると思いますので、まずはね、マーダーミステリーの説明からやっていこうかなと思います。ほい。はい。みんな画面映っちゅうでね、今更やけど。映ってまーすよいしょはい。はい、まずですね、マーダーミステリーとは、物語のキャラクターの気持ちに寄り添って推理と会話を楽しむゲームということなんですけれども、ちょっとここで私がね、用意しました、めちゃくちゃ文字がたくさん書いてある、マーダーミステリーについてをちょっと見せますね。はいはい。ほい。お願いしますはい。はい、マーダーミステリーとはですね、みんなに今回のね、もっちゃん、のぴちゃん、猫ちゃん、3人には、推理小説の中の登場人物になってもらいますと。で、私は何するかっていうと、神です。神です、私は。私は、そのみんなのね、物語がどういう風に展開していく。で、こういうことになったら、このね、これが登場するよとかね、そういうね、管理者でございます。はい。でね、みんなはね、探偵になったりとか、はたまたね、事件には全く関係のないけど盗みはした回答だったりとかあとはね、いや実は自分が手に血を染めました、手を血に染めましたっていうね、犯人やったりすることもあるかもしれませんと。はいで、そういうね、
まあ怪盗さんやったらさ、まあ殺しちゃあせんけど、ちょっとさすがに盗みをしたっていうのはバレたくないよねみたいな、なんか事件に関係ないけど、まあなんかみんなでそういう秘密があったりとか思惑がある中で、みんなにはね議論を進めていってもらいたいと思います。はい。はい。でね、まあ、推理小説の中の登場人物になっていただくということなんですけれども、推理小説って一回そのね本を読んだら二度と犯人を知らない状態では読めないっていうのとね、もうネタバレも分かってるという状態で読んでしまうので、と同じようにこのねマーダーミステリーもそのシナリオはプレイヤーにとって一度きりのもの、二度と遊ぶことはできませんということで、このね、ぜひ一回きりのね体験をこう楽しく、はい、大切にしてもらえたらなと思っております。はい。あ、そうですね、ストーリーのある人狼みたいな感じ、そうですね、コメントいただきます。そういうことです。はい。っていうのと、あとこれはね、今配信を見てくれてるそこの君たちへのお願いです。配信を見るにあたってのお願いということで、概要欄にもね3人にはうちの配信もそうやけど書いてもらったがですけれども、コメントはねプレイヤーがこのね3人が見る可能性があります。なのでやっぱりね何にも知らん状態で頑張ってほしいので、考察やったりとかネタバレやったりとか、やっぱなんかほら考察もさ何にも知らんくてもなんとかが犯人じゃないかなみたいな感じになるとやっぱちょっとノイズなので、そういうのはね絶対にやめてください。それバッドマナーですので心に留めておいてください。そしてねこれはね配信外ですね。まあX 旧 Twitter で、配信の感想をねつぶやいたりとかするときにはここにね、まあここもそうなんですけども、全世界の生きとし生ける人が見るインターネットのね海にね投げ込むわけですから他のね方がシナリオのねこれから遊ぶよっていう人がうっかりなんとかが犯人っていうのをね見てしまう可能性もありますから、フセッターっていうのがねなんていう便利なものが世の中にあるんですよ。フセッターっていうねツイートつぶやいた内容をね伏せ字にしてツイートができるというね、すごいそうなんですはいのがあります。なので、そういうねツールを用いて配慮をしてくださいと、でねもちろんねネタバレにならない感想なら全然投稿しても大丈夫です。いやもう先生たちのニルノート見れるとか最高とか、なんか先生、なんとか先生の演技めっちゃ良かったとか、そういうことならもう全然大丈夫なので、ぜひねルールを守ってマーダーミステリー楽しんでいただければと思います。はい。でそうやきねなんだっけ4人の4窓できるリンクとかもね、のびちゃんが用意してくれてあるんですけれども、私のね配信は神の視点なので、ネタバレだらけです。全てをお話しします私の配信では。なのでなんかせっかくねなんかマーダーミステリー知らんこの話このストーリーを知らないで今日初めて見るという方はですね、例えばじゃあ今日はもち先生の視点で見てみようかな、のび先生の視点で見てみようかな、猫先生の視点で見てみようかなみたいな感じで先生方の視点でね楽しんでいくのもいいのかなと思いますので、はい。で逆にねなんかこううわこれ言いたいけどネタバレになるわみたいなのをね私のところにね言いに来てくれたらセーフなんで、はい、よろしくお願いします。はいそんなところかな。おい質問ある？3人から質問ある？ちょっとね長々と喋ってしまったけど大丈夫っすか？大丈夫そう。大丈夫。まあねゆうたちねわからんと思うき一旦やろう。何がわからないのかわからない。そうそうだよね。わからないのがわからない。そう一旦やっていきましょう。はい、じゃあねまずみんなにはこのね今回遊んでいくの宇宙船ニルノート号の残響っていうねシナリオなんですけれども、それをねちょっとどういう世界なのかっていうのを一旦紹介していきたいと思います。今ちょっとねみんなにはPDF を送りましたので、一応ねそれこっちのココホリアの画面の方では出すので配信画面には出さんでもいいんですけど、まあ今後さなんかこうなんかこう推理とかをしていく上で必要になったりとかするときにこう見返す資料として見てもらえたらと思いますので、全然今はねココホリアの画面見てもらってて大丈夫です。はい。じゃあまずねこの宇宙船ニルノート号の残響のねオープニングを読んでいきたいと思います。はい。
ちょっと待ってね。こっちだ。はい。宇宙船ニルノート号の残響。オープニングです。西暦2000バツバツバツ年、人類における宇宙開発の分野はその裾野を大きく広げていた。しかし、未だ人間が地球外で暮らすには計り知れないほど大きな障害がある。ここは宇宙船ニルノート号。厳正な審査の結果、選ばれた5人の研究者たちがテラフォーミングを目的とした研究を行っています。はい。でテラフォーミングって何って話なんですけど、ちなみにテラフォーミングってさ、英語で存在してるあれなんかカタカナ？初めて聞いたよ。だよねだよね、多分これ造語だよね。はい、じゃあね、あ、でもある。なんかマジか地球の形みたいなって意味だって。へー。はい。いや、この世界でのじゃあテラフォーミングとはって話なんですけど、地球ではない惑星の地殻、水圏、生物圏、大気圏、磁気圏を地球環境に極限まで近い水準まで人為的かつ計画的に改変または生成し、最終的に人類及び生物の居住可能領域に改造する仮説的プロセスである。待って、難しい漢字いっぱいすぎる。つまり地球じゃない惑星をなんかこう住めるようにしようっていうなるほど。よくあるじゃん、なんか火星移住計画みたいなさ。確かに。そう、そんな感じで、そういうなんか地球みたいに環境が整ってないような、地球の環境とはとても言えないようなところでも頑張って生きていけるようにいろいろ実験とかをしようみたいなね感じですね。なるほど。はい。じゃあ続いてこのね、宇宙船ニルノート号の残響にね出てくる、キャラクターを紹介したいと思います。はい。かわいいでしょはい。今回ね登場するのはこの5名のキャラクターが登場します。はい。じゃあ1人ずつね紹介していきたいと思います。まず1人目。はい。アインスです。彼は宇宙船ニルノート号の船長で研究者たちのリーダーです。はい、地球とは違う重力圏での筋肉の動きを研究しています。彼は何より筋肉を愛しています。筋肉ね。なるほど。筋肉ラブのアインスくんです。リーダーです。はい。はい。じゃあ続いて、一番離れてそうな確かに。そうね。いやでもね結構優秀なんですよ彼、やっぱねリーダーになるぐらいだからね。じゃあ続いて2人目、ニコちゃんです。彼女は研究者です。はい。この後出てくるスーとミツヤっていうねキャラクターが出てくるんですけど、候補生時代からの同期がいます。でスーっていうことともに、地球外の環境でも飼育できる食用昆虫の研究をしています。今すぐやめないかその研究。めっちゃ食べてるってことか。そう、やばすぎる。やばい。彼女は完璧主義者です。おー、完璧主義者。やめないか。分かり合えない。可愛い顔して分かり合えないキャラクターね。口の中に虫いっぱい詰め込んでんだよ。やばい。もうね美味しく食べれるね虫のね研究とかも多分してるはずなんで。はい、じゃあ続いて3人目、みつやくんです。はい、彼も研究者ですね。で、この後出てくるスーと、あとそれからさっきのニコちゃんとは候補生時代からの同期ですね。はい。で、テラフォーミング先での惑星でも育成できる植物を研究しています。なるほど。はい、植物研究者ですね。はい、彼は几帳面なところがあります。インテリメガネって感じですね。賢そう。確かに。はい、続いて4人目。はい、スーちゃんです。はい。この子はこのね宇宙船の中にお姉ちゃんがいるんですけど、次紹介するのがお姉ちゃんなんですけど、妹さんです。でさっきのニコちゃん、虫の子ね、ニコちゃんと一緒に地球外の環境でも飼育できる食用昆虫の研究を一緒にね同じ研究をしてるんですね。虫の子2ってことですか。2人もいるんだ。一人以上に黒いの食べるんだな。はい、メールを快活な性格で、いつも笑顔を絶やさない彼女は天才だと。天才、天才です。ジーニアス。はい、そして5人目最後のキャラクターになります。はい、うわ綺麗な人。
はい、フィーさんですね。これはさっきのスーのお姉ちゃんになります。はい、彼女は無重力下での人細胞の反応を研究しています。はい、妹のことさっきのスーちゃんですね。妹のことを心から愛しています。彼女は少し抜けてるところがありますと。妹大好きなのね。そう、妹大好きなの。はい、というね、そんな5人のキャラクターが登場しましたけれども、さて、じゃあね、ここでみんなにキャラクターを選んでもらおうかなと。選ぶんだ。はい、思います。ここで、はい。結構ね、マーダーミステリーって最初になんか好きなキャラクターをもうなんか始まる前から選んどくみたいなのがあるんですけど、このね話はこういうストーリーのこの紹介が入ってから、はい、選んでいくというね形式になってるんですけれども、さあみんな今のところねなんか結構聞いたと思うんだけど、それぞれのねキャラクター、で今回ねみんなに選んでもらう3人がこのね左からミツヤとアインスとニコなんだけど、このねスーとフィーは NPC なので私がちょっと務めさせていただきますということで、なるほど。はい。じゃあ、誰が蒸し食べたいですか？3人でちょっとちょっと決めて。どうする？どうしよう。待って。インテリか？インテリ筋肉か虫。そう、アインスが筋肉、ミツヤくんがインテリ、完璧主義者のニコちゃん。どうしようか。じゃあビジュアルでもいいよ。やっぱ猫ちゃん虫すごい反応良かったじゃん。どれがいいの？何基準でいいの？色合いもね。色はね、そう、色とかもねあるからね。なるほどね、確かに分けれそうじゃん。分けれるじゃん。結局猫ちゃん紫。どうする？いいんじゃない？色でいくか。オッケー。これ自分のとこに持ってくの？持ってけると思う。持ってっちゃって。本当だ。自分の下に持ってっちゃってください。はい。こうね。いいね、色のバランスがいいですね。はいはいはい、オッケーです。じゃあもちちゃんがみつやくんで、のびちゃんがアインスで、猫ちゃんがニコちゃんね。いいね、猫ちゃんニコちゃんいいね。確かにもう名前ぴったり。運命だ。めちゃくちゃいいな。運命もう2個を選ぶ運命だ。研究するか今から。はい、じゃあね今日はこのねキャラクターでやっていきたいと思いますので、ねもうね、頑張ってそれぞれねぜひね自分のねキャラクターを愛してあげてください。はい、彼なら彼女ならどう考えるだろうか、どう思うだろうかっていう風にねちょっと思いを馳せながらぜひね遊んでもらえるとよりね感情移入できるかなと思いますので、はいはい、わかりました。それじゃあ早速ストーリーを読んでぜひねストーリーの方に入っていこうかなと思います。はい、ちょっと待ってね、ストーリーを共有しますね。よいしょ。はい。じゃあ今3人にはストーリーシートを配りました。はい、これもね配信画面には出さなくて大丈夫なので。はい。やべ。大丈夫だ。別に出してもいいんだけど、まあなんか結局ここホリアで写すから。そういうことや。なるほど。そういう方。はい。じゃあそのねシートの今配った PDF の中に自分のねキャラクターのセリフの部分が色が変わってる部分があると思うんですね。そこをねちょっと読み上げてもらおうかなと思うので、はいどうぞとかも言わないので流れが来たら、はい。待って、色変わってない。あれ？ごめん、変わってない。嘘だわ。ごめん、変わってないわ。カッコって書いてるとこです。失礼しました。この上のストーリーはエイちゃん読んでくれるかな。私がそのなんか字の文とかその鍵カッコの下とかは私が読むので、別の台本を流用してるのがバレてしまったなこれ。はい、それじゃあ早速ねストーリーの方に移っていきたいと思います。それではここから
宇宙船ニルノート号の残響始まり。始まる。すごい。あ、疲れた。夜勤を終えた私はふらふらとした足取りで食堂へ向かった。まあ朝も夜もない宇宙で夜勤なんてのもおかしいんだけど、そろそろスーが起きてくる頃だし、朝食を一緒に食べてから寝よう。お腹すいたな。ふと前にあったスー主催の昆虫食パーティーを思い出した。あれはひどかったな。うわみんな本気？僕はごめんだね。三ツ矢は心底嫌そうな顔でフォークの先を見つめている。何言ってるのよ。私が一生懸命育て上げたこの子たちが美味しくないわけないじゃない。ニコは得意げにそう言ってフォークに突き刺した昆虫を口に運んだ。俺は好きだぞ。こいつをかけるとさらにうまいな。アイスはいつも携帯しているプロテインパウダーを昆虫に振りかけてご満悦だ。はい、お姉ちゃんもどんどん食べてね。スーは楽しそうになぜかパウダーのかかった昆虫を私に押し付けてくる。結局あの時はみんなでプロテインゴキブリを完食したんだっけ。思い出に浸りながらぼーっとしていたら、いつの間にか結構な時間が経っていた。そういえばスー遅いな。たまにはお姉ちゃんらしく私が起こしてやるか。スーの部屋をノックしたけど何の反応もない。大声で名前を呼んでみても返事すらない。そうこうしているうちにみんなが集まってきた。スーの身に何かあったのかもしれない。体調が悪くて部屋の中で動けずにいるのかも。私たちは制御室にあるマスターキーを使ってスーの部屋を開けることにした。そこにはスーが首をつって死んでいた。はい、ということでですね、残念ながらスーが死んでしまいました。最終回始まりこれからですよ皆さん。あなたたちの仕事これからですよ。はい、ということでね、フィーは目に見えて狼狽し泣き崩れスーの死体へとすがりつきます。あなたたちはスーの死体を下ろし会議室へと集まりました。時間が経ってようやく少し落ち着いたフィーがあなたたちに言います。スーの自殺の理由を教えてほしい。フィーにそう言われた皆さんはそれぞれ宇宙船内のさまざまな場所を調べ、このような状況証拠を手に入れることができました。ということでですね、一旦ねそのフィーに頼まれたのでなぜスーが自殺をしてしまったのかというところでね、まずは状況証拠から調べていこうということになりまして、こちらメタ的なことを言うと共有情報になります。はいはい、それではこれからね共有情報をね皆さんにお伝えしていくんですけど、ちょっと待って、そうだ、資料配ります。一応資料配るんだけど、画面にもね映すので、いつでもね見られるようにしていくので、一旦ねじゃあ今から共有情報をちょっと読んでいこうかなと思います。はい、はい、まずねまず今なので分かっていることということで、まずスーの部屋を見たところ、スーの首には船外活動用の救命ロープがくくられており、彼女は天井から吊られていることが分かりました。はい、続いて5人の資質、それぞれねミツやアインス、ニコス、フィーの資質に共通すること。ドアはオートロックになっており本人の指紋によって解除できます。故障時の保険のために制御室からマスターキーを取り出すことができます。誰がいつマスターキーを取り出したかは記録されます。記録されているのは今朝自分たちが取り出した時だけだってことで、さっきすぐ来ないねっていう時に取り出したのが記録されてるってことですね。はい、
続いて拠点報告ということをやっていますと、毎日13時と21時地球にある本部に活動報告をすることになっています。で報告には会議室を使います。その際は単独では行わず必ずペアで報告する決まりとなっていますと。はい、それでは、研究室 A ですね。研究室 A はニコとスーが共同研究で使用している部屋です。地球外の環境でも飼育できる食用昆虫の研究をしています。昆虫飼育用のケージが山ほど置いてあるという、同じ研究をしているって話はね、登場人物紹介の時にしたと思うんですけど、その研究室がこの研究室 A ってことですね。さあ、続いて研究室 B になります。よいしょ。はい。研究室 B は三ツ矢くんの研究室になります。主に三ツ矢が使用している部屋です。ここは超低酸素状態でも育成できる植物の発明を行っています。この実験室は操作室と実験室の2つに分かれています。超低酸素状態になるので、実験室に入るときは酸素マスクをつけてから入ることになっています。はい。続いて研究室 C ですね。ここは最後アインスとフィーが使用している部屋になっています。ここは、地球では作り出せない重力下での実験を行っています。なぜかトレーニング用のマットが置いてあるんですね。はい。でこのね研究室それぞれの研究室って言ったんですけど、先にねさっき言った通り資質もあるので、はい。そこはお忘れなきようにというところですかね。はい。じゃあ続いて、船外活動についてです。船外活動に出るには体を低気圧に慣れさせる必要があるため準備時間がいります。エアロック過去準備室、船外活動のための準備室ですねは、宇宙服に着替えるほか体内気圧の調整をしており、1時間ほどで船外活動を始めることができます。なお、外から戻るとき、低気圧から高気圧になるときには準備時間は不要であるためすぐに船内の活動を再開できます。はい、そしてこれ最後の情報にあります。フィーは無重力下での人の細胞の反応を研究しています。船内にかかる重力はニルノート号を回転させた時の遠心力を利用しており、そのため無重力状態を生み出すには船の回転を止め船内すべてを無重力状態にする必要があります。フィーは昨日の22時ニルノート号の回転を止めるために制御室に向かいました。彼女の研究は朝の6時まで続きました。彼女はこの研究のために昨日の13時から22時まで寝ていたということです。はい。ということで、ちょっと待ってね。これを、よいしょ。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 お、すごい。よいしょ。すごい。はい、よいしょ。ってことで、そう、これね、右クリックしてもらって、拡大表示っていうのを押すと、拡大して今のが全部見れるようになってるんで置いときますね。すごい。ぜひねゲームに役立ててもらえたらと思います。さあ、そしてキャラクターシート読み込みということで、それぞれのねキャラクターしか知り得ないことを今からみんなにねお送りしたいと思います。はい。はい。でね、これはねそれぞれの読み込みの時間をね取るのでちょっと待ってね。はい。のぴちゃんがアインスで、猫ちゃんがニコちゃんで、よいしょ。もっちゃんがみつやと。はい。違えた。待って。今ので画面上出て大丈夫？それは大丈夫。よかった。そう今の送った PDF でちゃんとあれだよね。オッケー。キャラクターシートアインスキャラクターシート2個キャラクターシート見ちゃ多分書いてると思うので、はい。これがマーダーミステリーの醍醐味になるんですけれども、はい。これがそれぞれの視点の物語を今みんなはそれぞれの視点だけで知ってもらうということで、この情報はねここに書いてあることは他の人は知らない。もしかしたらね共通でその場に居合わせて知ってたりすることもあるかもしれないけれど、基本的に自分視点だけの話になってますので、それをねちょっと読み込んでもらって、話し合いに役立ててもらえればと思います。なるほど。結構長いね。オッケー。結構そう長いので15分ぐらい
さっきのね情報共有もさっきあったし、これ、8つ8項目あるから情報共有が、それとキャラクターシートもねちょっと読み込みをしてもらいたいので、15分間ちょっとみんなとリスナーさんに向けてこういう感じだよっていうのをね共有してもらうのがいいのかなと思います。じゃあディスコードミュートしながらってことだよね。そうぜひねおしゃべりしながらやってもらったら、多分全部ね声に出して読むとね時間なくなっちゃうから、内容はある程度目読で頭に全部入れつつ、みんなにもうちょろっと紹介するみたいな感じでいいのかなと、その辺お任せします。了解です。そうコメントもね読むかどうかもねみんなにねそれぞれちょっと今回任せているので、はい結構ねネタバレとかシビアな感じのゲームではあるから、その辺はねもうそれぞれに一任しますってことで、で15分間読み込みの時間とって、そしたらこのね1個下のボイスチャットの方に1人ずつアインス2個三ツ矢の順で読んでいくので、その質問だったりとか、あと私が、意気込みを聞きたいなと彼らのことをより知ってどうみたいな、これからどうやって動いていくみたいなのをねちょっとね聞いていこうかなと思ってるので、またその時はねお声掛けします。じゃあミュートにして15分後にお会いしましょう。15分後だから35分として5分として50分にはい22時50分まで。了解です。いってらっしゃスピーカーミュートしまーす。ミュートしました。じゃあね、みんなもね一緒に読めるように画面に出しましょう。これで見えてるかな。ちょっとだけズームインしようか。のぴはアインスですね。人物紹介、じゃあちょっと口に出して読むと長いらしいので、ちょっと頭の中で読みながら読んでいきましょう。ちょっとこれあれだね、頭でこうしましょう。じゃあ皆さんもねちょっと読みましょう。いじめられていた。なるほどね。当時の苦しみは俺の心の中にひどく。なるほど。いじめられたから筋肉にすごいなったのかな。自分に自信が持ちたい。そんな気持ちに。なるほど。勉強もたくさんしないと。すごい。努力家だ。努力を重ねた過去の自分に打ち勝つために。なるほどね。努力が答えてくる。筋肉も研究もやればやるほど答えてくる。なるほど。確かに。そして俺は宇宙ニューロン船長兼研究者たちのリーダーとなった。これからはリーダーとしてみんなから頼れる人間。責任感が結構あるってことかな。仲間との意見うまくいってたし、自分に自信も持てるようになってきた。なるほど。じゃあちょっと自信家みたいなところは確か、待って、キャラクターのやつ、違う。キャラクターのやつ見ると、確かアインスは、自信家とは書いてないけど、ちょっと筋肉好きなイメージですごい脳筋だから、のぴの中だとちょっとこうすごい自信家なイメージだったんだけど、これを見る感じだと真の自信家というか、ちょっと作った自信家なイメージがあるな。とした意見と。この矢先事件が起こった。俺の努力はまだ足りない。今回のゲームは自分がなるほど。すごい責任感でやっぱり自分のせいにしちゃってるんだね。リーダーだから。昨日の出来事。12時。昼食をみんなで一緒に食べるのがルールだった。俺は5分前に食堂をついた。いつもより三ツ矢はいつも、そっか、几帳面だから、先に来てるのね。俺いつも目に、そっか、筋肉鍛えるためには、ちゃんとしたもの食べた方がいいからね。アインスはいつも美味しそうに食べるんで、私もそれちょっと食べるから、スーがそういう。スーが亡くなった子だよね。そう、スーが亡くなった子だ。でもこの発言はなんか、結構明るいな。ほんと毎日同じもの食べて飽きのあんた、スーに買わせてくれる2個がいた。2個は猫ちゃんか。筋肉にいい食事なのにな。なるほど。いつも食べてるものが2人は理解できる。13時頃、補給物資受けるために制御したロボットアームの操作お手物だ。特に問題はなく、作業は終わるから日夜に制御して、出した。システム点検。シス
テム点検。アイスじゃあ、あなたはトレーニングルーム行きますが好きですね。ミツヤがに、なぜバレたんだろう。まあ、バレる。バレるっていうか、ルーティーンからね、きっと。そのままミツヤといる代わり、トレーニングルームに行った。うん。15時半。トレーニングの時間。今日は上半身をいじめ抜く。まあ、いじめ抜くって言うよな、きっとね。そういう鍛えてる人。調子がいい、筋肉もいい、元気。ニコもトレーニングをしに。あ、ニコちゃんもトレーニングしてるんだ。へえ。軽く声かったけど、無視された。あー、なるほど。なんか、うざいって思われてんのか、ニコちゃんには。そっか。トレーニング、ちょっと。トレーニングを終えて18時、いい時間。いじめた。筋肉はエネルギーに必要。そうだ、エネルギーが必要。これを言っていつものメニュー。オッケー。19時前。元気に研究室 C に向かった。廊下でスーとあった。行く。あ、みんなもトレーニングすんだ。軽く声かけてもらったからトレーニングするの珍しい。細身で気になる。珍しいというかあんまりしないのか。なるほど。俺はトレーニングに取って返した。俺はトレーニングルームに取って帰った。何を取って帰った？どういう意味だろう。部屋の外からトレーニングルームの覗くと、ミツヤとスーが何やら話してる。なんか親密そう。邪魔するの野望。俺の筋肉と感じてる。なるほど。筋肉にもなんかセンサーがあるんだな。C に向かった。19時過ぎ研究開始。お気に入りは、高重力化でするプランク。説明しよう。プランクとは体幹一種でうつ伏せになった状態と、分散筋する体を知ってるんだけど、なるほど。次に引き返した。あ、そういうことか。取って返したってそういう意味か。なるほど。日本語がわからなかった。なるほど。はい。こんな感じで。プランクするとより、高重力化だからすごい重みが来るのね。なるほど。少し負荷をかけすぎた。なんとか部の小指がずるむけて、やばいって。頭がおかしいね、これ。大きい処置をしてトレーニング切り上げた。ずるむけた腕の血で床が汚れてしまったのでお掃除もしといた。なるほどね。21時前に研究を終わらせ、夜の抵抗がなかった。珍しく10分前行動が、珍しいんだ。三ツ矢いつも10分前だけど、今回はちょうどぴったりに来た。だから三ツ矢はさっき、スーと親密に話してたからね。それで遅れたのかもね。定期報告に置いて自室に戻る途中、スーの部屋の前に、玉虫色？何玉虫色のペンって。落ちて見覚えがあるが誰のだ？玉虫色ってなんや？いいか、明日の昼にでも聞こう。落ちてるのに拾わなかったの。拾えばいいのに。拾った。部屋拾って俺は自室に戻った。夜更かし、自分の部屋に持ってったのか。22時頃、今夜はフィーの実験があるので体ベッドに固定してんのに。なるほどね。虹色みたいな。虹色って意味か。なるほど。よし。アイスの内心。スーが自殺だとなぜだ？明るい子が事実がと、俺のヒーがそう言ってる。スーの死の真相は俺が突き止める。責任感。なんでか分かってない。じゃあ、アイスは、正直、今回の自殺には何も関係してないってことですね。研究概要。あなたの研究目的は、テラフォーミング先の長時間にさらされた時の筋肉の活動を調査する。筋肉の活動、筋肉の活動、なるほど。店内にかかる重力はニールノート回転させる。さっき言ってたね。回転速度、店内で、この利用した研究は、主にフィーが行っている。フィーがお姉ちゃんだよね。フィーがお姉ちゃん。研究 C にある操作が、重力の操作は可能だが、範囲は C 内だけに限定される上に、C 内を重力ができない。エレアでは、あなたが待って。C にある操作パネルも重力の操作可能だが、その範囲は C 内だけに
限定される上に C 内を無重力にすることはできない。C 内だけに限定されるのに C 内そういうことか。待って。C にある操作盤でも重力。その範囲は C 内だけに限定。C 内を無重力。無重力はにはできないけど、重力を、上げる？重力化にすることができるってことか。この部屋での重力を利用した研究はあなたが行った。はい。C 内には、あなたとフィー用でデスクが出てる。待って。フィーがお姉ちゃんね。フィーがお姉ちゃん。最近あなたは C 内の重力を強くすることで負荷を上げる。そうだね。さっき言ってた。研究とあんまり関係がない。なるほど。隠し事？船内の設備を私的に利用していることがバレると、リーダーは愚か、研究チームからも外されて地球に帰還されてしまう。なるほど。あなたが重力プランクにハマってることは他の研究者にバレてはいけない。バレちゃいけないんだ。なるほど。一番言いたいのに、こんなことしてんだぞってめっちゃ言いたいのに、言っちゃダメなのね。なるほど。言っちゃダメ。オッケー。禁止事項。他人に自分のキャラクターシートを見せる行為は禁止です。キャラクターシート？なるほど。キャラクターシートの文章をそのまま読み上げるのはお控えてください。なるべくアインスになりきってロールプレイをしてくれたら嬉しい。なるほど。ヒント。まずはみんなに最後にスーと会った時間を聞いてみるのがいいです。待って。ちょっとね。そうだ。エニちゃんに配信前にノート取った方がいいかもしれないって言ってたから、ペンどこだ？あれペンいつも置いてるのに、ペンどこだ？あった。ペン。このノートページが足りなくなってんだな。いっぱい書きすぎちゃってて。これで、このページでいいだろ。OK。このページ。秘密で言っちゃダメです。スーと会った時間を聞いてみるのが良さそう。なるほど。ちょっと時間もう一回見ようか。12時に昼。12時にランチに行って、これが昨日か。昨日、で、三ツ矢ぴったり。三ツ矢は、ぴったりで、同じメニューでしょ？自分はいつも。で、スーがいた。スーがいて、ニコもいた。でも、フィーがいないってことだな。そうだね。フィー以外全員いた。で、13時に、制御室に行って、で、三ツ矢も来た。三ツ矢も来て、その後にトレーニングルーム、15時半にトレーニングに行った。で、2個もいた。でも無視された。で、トレーニング終わって18時に食堂行って、食べて、で、19時前に研究室 C に行って、廊下でスーあったね。そう、だから廊下でスーとすれ違って、で、トレーニングルームに行こうとしてた。でも珍しい、これは。珍しい。で、スーが行って、で、三ツ矢もいたんだよね、ここに。で、三ツ矢もいた。もういて、でもそのまま C に行った。19時過ぎに研究開始。研究スタート。で、プランクを始めた。でもこれバレちゃダメ。で、血が流れた。そうだ、血
血が出ちゃって、掃除して、待って、ページが足りない。待って。21時前に、報告、定期報告。そしたら、三ツ矢が、ぴったりに来た。で、ちょっと待って、ページが足りない。ページが足りない。で、そしたら、定期報告終わって、実質に行くときに、終わり、部屋に行こうとしたときに、スーの部屋の前に、ペンが落ちてた。虹色の、玉虫色。スーの部屋にあったんだよ、これは。で、部屋に戻って、拾って部屋に戻って、22時頃に寝た。なるほど。よし。情報量多すぎる。ちょっとこういうの苦手。覚えるのがマジで苦手なんだよな。で、怪我の言い訳。あ、そっか、プランク言っちゃダメだから、待って、どこが、これ何？これどこ？ちょっと待って、英語で調べる意味。英語でこれどこ？それじゃあ、あのぴちゃん、アインス、下のボイスチャットに来てもらってもいいですか？待って、はいっていう前に移動しちゃった。ごめん、やっほー。ヤッホー。読めました？読めました。どうでしたか？いや、情報量が多い。そっか。今ちょっと書き出してたんだけど、自分の書き出したノートも汚くて、ちょっと書いた意味がないなってぐらい汚いんだけど。聞きたいこと？なんだろう。なんか質問とかあったら。特にないならないでも全然いいけど。いや、今ちょうど情報を整理してて、怪我し、この玉虫色が、玉虫色のペンって、コメント欄で教えてくれて、虹色って色で合ってる？そう。なんか虹色っぽい、感じの、なんかキラキラしたペン。玉虫で読み方合ってる？玉虫色で合ってる。合ってる。そうだよね。日本語ばっかってしんどいよね。逆にね、そうだな。ちょっと考慮できなかったわ。いや、全然。いや、今もちょうど呼ばれた時に、前腕部？を調べてた。前腕部。Google で。偉すぎ！どこら辺だと思って。ごめんね。いや、全然。わかりにくいよね。大丈夫。他に聞きたいことあるかな？これは、この話の感じだと、スーはアインスのことちょっと嫌いほどではなくても、ちょっとなんか変なやつって思ってる解釈合ってる？そうだね。まあなんか筋肉バカだなみたいな感じかな。嫌いではないけど、こうちょっとなんかそういうことか。無視されてたから嫌いなのかなと思ったけど、別にそこまでではない。まあそんな感じ。まあそんなになんか悪い印象はないって感じかな。なるほど。質問あった。隠し事あるじゃん。はい。隠し事、そう、そのプランクで、言っちゃ、バレたらダメなのが、リーダーと研究チームから外されちゃうって言ってたんだけど、これって実際本当なの？それともアインスがそう考えてるだけとかじゃなくて、本当にそんなにやばいの？でもなんかやっぱりリーダーとしては、どちらかっていうと、アインスが考えてることなんだけど、まあでもさ、なんかやっぱこういう、なんなら国を背負ってきてたりとかするわけ。宇宙飛行士で次のね、確かに地球以外の
掘れる星を。でそんなさ選ばれたエリートがさそんな自分の筋肉のために船の高価な設備を私的利用してるっていうのがバレちゃって、やっぱほら燃えるじゃん。そう炎上しちゃうじゃん。そうなの？のびはうん筋肉の研究してるんだからうん研究の一部だって言い張れると思うんだけどまあなんかあれだよ、そう研究の一部だって言い張るのはね全然いいと思う。なんかこのね、うんうんうん話し合いの中でね。そうただなんかこのそれがなんか研究の一部だ、でも本当は実は自分がプランクしたいだけなんだけどねっていう、それはあんまり、いやあいつ自分がプランクしてだけだろって、うんいや言うてますけどぐらいで全然いいよ。なるほど。じゃあでも他のメンバーにもしバレた時にも、他のメンバーも、こいつやべえリーダー外すべきだって思うかはわからない。あ、そうだね、わかんないね。なるほどなるほど、わかった。そう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  OK です。まああんまりそういうなんか勝手なことしてんのは、やっぱリーダーなのに勝手しちゃうのはちょっと良くないかなみたいな気持ちかな。なるほどですね。 OK です。あとはなんだろうな。あ、時間これ大丈夫かな。あ、まあ特になんか一応問題質問が解決するまではと思ってるんだけど。あ、OK。あとは一応他のキャラクターとの関係性、なんかスーは分かったけど、フィーとの関わりが少なくて、それってなんかあったりする？なんかどういう？特にない。特にない。共有情報であったと思うんだけど、フィーがさ夜勤してたじゃん。でそう昨日の13時から22時まではずっと寝てたから、フィーちゃんだから関わりがなかったっていうだけだから、別に仲が悪いとかじゃないよ。OK です。OK で、ミツヤも別にアインスのこと嫌いなメンバーは別に特にいないっていう感じ。いないって思ってもらっていいよ。 OK です。でみんなまあそこそこ仲はいいってことだよね。そう。OK。 大丈夫かな？大丈夫だと思います。はい。またなんかわからんかったら声かけて。はーい。OK。ありがとう。じゃあ猫ちゃん呼んできてもらっていいかな。OK です。はーい。猫ちゃん、エニちゃん呼んでます。はーい。これこのままミュートして、もうちょっと考察続けようか。よし。じゃあ、バレてもじゃあ別になんかこうもう終わりだっていうレベルじゃないから、バレた時にはノビは完全に確かにアインスは責任感が強くて私的に利用してるけれども、実際プロフィールに書いてあったようにアインスは地球とは違う重力圏での筋肉の動きを研究している。だから筋肉を研究してるから、超重力下でトレーニングしてる時にどれだけ筋肉に負担がかかるとか、そういう研究につながってると思うんだよ、絶対に。だから指摘から始まったことではあったとしても、絶対研究にはつながってはいるんだよ。だからバレたら end of the world、英語で言う end of the world ではないと思うんだよね。end of the world はなんか世界が終わるみたいな。世界が終わるほどもうやばいってわけじゃないし、チームからも外されるほどじゃないと思うんだよね。ただもうなんか本当に研究に使う時だけにやってくださいねみたいな、ちょっと注意されるぐらいで終わると思うから、もちろん隠し通すけど、バレちゃった時は研究のためですって言い通す。で、その怪我をした理由、嘘を考えなきゃダメだな。プランクでしょ、腕のここでしょ、でその両方待って、前腕部のこれ前腕部で漢字合ってる読み方。前腕であってるから、前腕部の小指側がずるむけて、腕じゃなくて小指か。小
小指側がずるむけて痛い。普通にトレーニングしてるときに言えばいいか。だってトレーニング、で待って。トレーニングルームには2個がいたから、2個が見てるから、トレーニング中になったとか言ったらバレるな。血が汚れてしまったので掃除もしておいた。でも掃除があんまり完璧じゃなかったら血が残ってるかもしんないな。どうしよう。じゃあ、でもそんなずるむけて血がダラダラ出るぐらい血が出たってこと？それとも、ずるむけたら血出るの、ちょっと血出るけど、床にペタってくっつけてたら、血つくか。いい嘘が思いつかないなぁ。わかった。研究するときに、間違えて、高重力化をしちゃって、重力に負けちゃって、床に叩きつけられて、その時に、プランクみたいに腕をこう出しちゃったから、自分の体を上げるときに、すごい力で、めっちゃ説明しにくい、その理由。めっちゃ説明しにくい、その言い訳。でも床に叩きつけられたときに、拳で体を起こすときになった。よし、それでいこう。その嘘でいこう。よし、それでいくわ。いやでも床に叩きつけられたら、こう、なんだっけ。違う。なんだっけ。表向きじゃなくて、顔が下の向きで寝るのってなんだっけ。なんて言うんだっけ。顔が下で寝るは、うつ伏せか。うつ伏せ状態で叩きつけられたから、両手で体を上げるときに、やっぱ手使うから、グーでグッって力入れてやったからってことだね。オッケー、いい感じだ。よし。じゃあ、他になんか、そっか。ヒント。スーッと会った時間を聞いてみるのが良さそう。スーッと会った時間だね。最後にスーッと会った時間か。で、アインスは最後にスーッと会った時間は、あったでいいのかな。もちちゃん、お呼びです。スー。はーい。スー。19時前の時。19時の時にスーとあったでいいんだ。これはあったに入れていいから、19時前に会いましたと。そうですね。丸しとこう。19時前に廊下で会った。で、トレーニングルームに行く途中に会った。で、その後に三ツ矢と、話してるのを見た。オッケー。なるほどね。他に何があるかな。そんぐらいかな、今んとこ。理解しときたいのは。あるかな。大丈夫だと思うけど、5分前。もう一回ちゃんと覚えるために読むか。これ小さい頃いじめられてた。なりきるためにね、読まないとね。いじめられてたかはわかるな、のぴも。ちょっと似たような経験は小さい頃あったからな。
でもその経験を経て頑張ろうって思えてるのはすごい偉い。やっぱりすごく責任感が強い人なんだね。ね、でも体が弱いことでいじめられてるってひどすぎる。体が弱かったけど、でも今は強い。頑張って強くなった。その努力もやっぱりあるから、努力するとやっぱり自信にもつくし、半分本当の自信でもあるし、半分作った自信でもある気がするな。全部が作ってる自信だったらやってきらんないから、まあ、多分、7割本物で3割作ってる気がするな。それぐらいの比率な気がするな。なんか 100% 本物の自信になってはいるけど、やっぱりこの過去があるから、100% にはなりきれてないみたい。んで、まあ、頭もそこそこってか、かなりいいだろう。リーダーになったってことはかなりいいな、頭も。脳筋なバカっぽいけど、本当は頭がいい。でないとリーダーなんて選ばれないし、務まらないもんな。でもそのリーダーの威厳っていうのはなんか、あんまりちゃんと出し切れてなさそうだもんね。じゃなかったら、そんな、誰だっけ ?2 個に無視されないもん。そのリーダーとしての威厳があったら、無視されんし、だからやっぱちょっとだけ、その脳筋なところのせいで舐められてるというか、ちょっと舐められてるまではいかなくても、ちょっとバカにされてる。脳筋がみたいな感じ。でも、待って、2個は天才設定だっけ？待って。2個は完璧主義か。2個は完璧主義で、数が天才か。そっか。じゃあ、2個はなんでじゃあ無視するんだろう。で、三ツ矢との会話があんまりないな。でも三ツ矢もちょっと苦笑いとかされてるから、ちょっと苦手なんだな、アインスが。で、三ツ矢は、几帳面、インテリメガネっぽい感じ。よくアニメで言うインテリメガネとかだったら、ちょっとなんか、プライド高そうだな。プライドが高そうだから、で、なんかそういう、クールな感じそうだから、そういう熱血的な感じのキャラがちょっと苦手みたいな。っていうイメージからな。で、ニコは、あんた呼ばわりニコにされてるから完全にリーダーの威厳がないな。で、2は、アインスはいつも一緒に食べるね。私もそれちょっと食べてみようかな。喋り方からすると、スーは全然普通にアインスのこと、普通に友達みたいな感じで接してそうだな。まあ、みんなリーダーのこと尊敬はしてるだろうけど、なんかこう、はい、リーダー様みたいな感じじゃなくて、友達みたいな接し方の上での感じだろうな。うんうん。あと、ロボットアームの操作。三つ葉が顔に出した。変形の時間。またトレーニングルーム行くんですか？好きです。13時頃、13時頃に制御室でいろいろやって、15時半の前にこの会話があったってことは、15時頃に終わったのかな。15時頃に終わったっていう設定にするか。書いてないけど。だいたい13時から15時ぐらいまで、違うな。15時半までやってたってことでいいの？ 15時20分頃にこの会話があったってことかな。システム点検の時間っていつとか書いてあったっけ？システム点検の時間とか、書いてなかったっけ？システム点検の時間。
っていつだろう。会議活動報告はするけど、13時と21時に活動報告。でも今回はやってないね。13時にはしてなくて、21時には、21時前、21時のだけに行ったんだな、アイスとは今回。なるほど。で、ってことは13時に、13時に、三ツ矢が制御室に顔を出した。システム点検の時間。ってことは、三ツ矢とアインスは、報告してないか。そっか、だってペア、三ツ矢、アインスのペア、聞いとけばよかった、エニちゃんに。ペアって毎回同じなのか聞いとけばよかったな。聞いてもいいかな、ちょっと DM で聞いてみるか。ちょっと聞けるなら聞いてみよう。会議、拠点報告のペアって毎回同じペア？聞いてもいいかわかんないけど。よし。それを聞いといて、このペアを、わかるのも結構大きいかもしんないな。ペアのことはね、書いてないんだよね、どこにも。でも、もしペアが毎回同じだったら、それはでかい。そうしたら結構でかい気がする。でかいというか結構ヒントにつながりそう。で、もしペアが同じ固定だとすると、アインスは、アインスと、そんなことないって思って大丈夫。くそー違うか違うのかオッケー。ありがとう。違うのか。毎回違ったりするのか。最悪。固定だったらよかったのにな。もうそこまでうまくいかないか。でも、この日の21時は、待って、13時、21時。21のこの日のペアは、アインスと三ツ矢。で、この、13時頃に、特に問題もなく、作業が終わる頃。だから、終わる頃ってことは13時ちょうどじゃないから、三ツ矢は13時の報告に行ってる可能性もあるってことだな。ってことはもう完全にアインス以外は全員13時に行ってる可能性あるってことか。いや、これは何にも手がかりにならなかった。アインス以外、全員あり。全然ヒントにならなかった。はい、皆さんお待たせしました。ごめんね、すごく時間がかかってきました。お待たせしました。お待たせしました。はい、ちょっと2時間の予定だったんですけど、ちょっと過ぎちゃうかもしれないんですけど、なので12時過ぎちゃうかもなんですけど、お許しくださいということで、ちょっと待ってね。一旦私は画面の PDF を閉じて、はい。それじゃあ、一旦ね、もう大丈夫だとは思うんだけど、念のため、キャラクター理解度のために、いくつかね、質問をさせてもらおうかなと思っています。はい。はい。じゃあ、まず、三ツ矢くんから。三ツ矢くん、研究室 A は誰が使ってる部屋ですか？ちょっとやばい。いいよ、いいよ、資料見ながらでも大丈夫だよ。やばい、抜き打ちテストが。やばい。そういう質問勉強してこなかった。先生やからね、やっぱね、そこはね。完璧主義なのに私。ニコとスーが共同研究で使用してます。素晴らしい。はい。
けて。じゃあ次にアイス。はい。研究室 C ではどのような研究をしていますか？重力下での実験を行ってます。素晴らしい。筋肉感じる。さすがですね。さあ、では、ニコちゃん。はい。皆さんのそれぞれの資質、ロックはどうやって解除しますか？本人の指紋認証か、うんうん。制御室からマスターキー取り出してしよう。お、素晴らしい。あー落とし穴にも引っかかりませんでしたね。完璧ですから。さら完璧です。はい、じゃあね、みんな多分大丈夫だと思うので、はい。物語を進めていきたいと思うんですが、ちょっとね結構時間取ったからちょっと疲れたと思うんで、なんかお手洗いとかなんか水取りに行くとかなんか大丈夫？水取ってきていいですか？うん、全然いいよいいいってよ。らっしゃい、いってらっしゃい。ないんですけど本当に。そしたら、もう一もちょっとお花摘み行って、いいよそー。の間にうん。広告を、確かあに。いい CM ねを差し込んでおこうかなと思います。そうね。ちょっと私もここで一旦 CM。念のためおトイレ行っときます。うん、行っといてください。じゃあちょっと先生の方もここで一旦 CM です。はーい。じゃあちょっとおトイレ行きますので、少々お待ちをください。 CM だよ。何？ CM だよ。何？いや楽しいね。なんか録画してんのが出てくるのと、ちょっと行ってきます。すぐ戻ります。画面ちょっと間違えましたね。よーし。はい、戻りました。戻りました。お、オッケーですか？お、帰ってきた。おいし。はおーい。っしゃー、全員戻ってきたね。はい。はい。ただいま。おかえりなさい。さあ、皆さん頭がね、すでにいっぱいだと思うんですけど、はい、まだ話し合いとかね、始まってないからね、こっからが本番だからみんな。ここからってすごい。やりきった気持ちでもいます。ね、もう、やばいよ。結構はい。それじゃあね、早速物語の進めていきたいと思います。はい。ドキドキ。
はい。おお、すごい。話し合いですね。はい。い。スーの自殺の理由を教えてほしい。フィーからそう言われたあなたたちは会議室で話し合うことにしました。さあ、それではですね、皆さん今ね、いっぱい自分のね、ストーリーシートであったり、共有事項であったり見てもらったと思うんですけど、今からまたね、15分間、スーの自殺の原因を探るために話し合いを始めてもらいたいと思います。はい。もしね、話し合いの中で質問とかがあったら、直接聞いてくれても OK ですし、もしなんか秘匿のことで聞きたいことがあったら、私に直接チャットを送ってください。はい。はい。一応ね、5分前と3分前と1分前にリマインドをしようかなと思います。助かる。まあ、もし15分以内に、もう話し合うことないわ、終わったわって思ったら言ってください。はい。なので、了解です。はい。特に質問とかないですか？準備はよろしいでしょうか？普通に、あれだよね。自殺の理由を話し合うってぐらいだよね。そうです。スーの自殺の原因を探るために話し合いを始めてください。そうだ。あとね、ぜひね、マーダーミステリーキャラクターがあるので、ぜひね、ロールプレイ。キャラクターになりきってね、お話ししてもらえるとまた楽しいかなと。リスナーさんも喜ぶかなと思うので。ハードル上げてく。ぜひ。じゃあ、OK かな？はい。それでは今から15分間、話し合いを始めてください。どうぞ。じゃあ、リーダーとして話を始めさせてもらいましょうか。じゃあまず、俺が知りたいのは、みんなが最後にスーと会った時間を知りたい。ちなみに、俺は、19時前に、研究室 C から、研究室 C。違う。ちょっと待って。そう、研究室。しっかりしてくれない？マジで。笑い事じゃないからね。自殺してんだから。研究室、トレーニング終わりに、研究室 C に向かった時に、違う。完璧ではないですね。不合格。やばいんだけど、この人。やり直し。本当に信じられないです。こんな人がリーダーなんて。髪の毛さら。ちょっと待って、18時にトレーニング終わって、そのまんま18時ね、オッケー。食堂に行って食べて、その後に研究を19時にするために向かうときに、廊下でスーとすれ違ったんだよ。18時にトレーニングを終えて、で、ご飯を食べたの？食堂に行き、19時に研究室に向かう途中で19時前に研究室に向かって、その時の廊下でスーと会ったんだよね。で、その時スーはなんかトレーニングルームに行くみたいな感じだった。あー、なるほどね。そう、その時にじゃあ特にあれ会話は言葉とかは交わしてないね。だからその時が最後に会って終わり。何笑ってんねん。じゃあ三ツ矢はどうだ？最後に会ったのいつだすと。どこだったっけな。僕はそうだ。研究をあれいつだったっけな。ちょっと待って。違うわ。19時ぐらいに研究を終えて、自分の研究室 B の部屋で軽食取りながら研究してたんだけど、19時ぐらいに肩凝ってきたなって思って、確かトレーニングルームに行ってストレッチしてた時にスーが来たのかな。
なるほど。で軽く「よ」みたいな感じで普通に挨拶して、ほでもその後う。あ、その後にもあった。なんかいやトレーニングでストレッチしてたから、ストレッチしてた時にすぐに会って、で軽く言葉交わして、で普通になんかいつも通り笑顔な感じだったんだけど、うん。なんかちょっと元気なさげだったかなっていう感じだったかな。なるほど。なるほど。それが19時。そこまで深く、そうだからまああれだよね、多分アインス船長がと会ってその後だよね、僕と会ったのは。そうだね。確かに時間的に考えるとそうだね。そうですね。19時過ぎぐらいかな。だから研究室出たのが19時ぐらいだったから確か。って感じ。なるほど。じゃあ名前なんだお前。ニコ。ニコですけど、ニコ。リーダーなのに私の名前忘れたんですか？ニコ。完璧じゃないですね。ニコ、君はどうだ？最後にいつスーと会ったんだ？私はスーと一緒に13時頃に午前活動の報告をしました。おお。13時？13時です。オッケー。はいはい。それ以降は会ってないってこと？最後に会ったのがそれってこと？会ってないです。で21時にスーの部屋に行ったんですけど、ノックをしたけど返答がなかったので自分の部屋に戻って寝ました。それはちなみに何の用で行ったんだ？報告21時に報告をしなくてはいけなかったので、13時と21時は拠点報告をしなくては。あれでもあれ今回僕とそうだよね。アイス船長だったよね。今日昨日の21時は俺らが担当だったはずだが。あれ2回しちゃった？じゃあでもそういうことか。いやちょっとごめんなさい、私報告のことちょっとよく理解してなかったらちょっと頭をぶつけたみたい。ちょっとさ大丈夫？なるほど。完璧主義が完璧主義が。ちなみにまあどうしてスーの部屋に行ったかっていうと、ちょっとスーのことが気になったから行ってみたの。それはなんで気になったんだ？まだあなたたちは言えないわさ。なんで？あなたたちには言えないわ。僕たちには言えないらしい。ああ、なるほど。女の子同士でのお話かな？そうよ。大事とくよ。まあ、神聖な領域なのよ、こっからは。黙りなさい。お前船長に向かってなんて口を聞いてんだよ。だるリーダーだる。ダメだよあんた。何なの本当に。口はしないでくれよ。あれこんなに嫌われてたのかな。ちなみになんか僕が会った時19時過ぎぐらいの時になんか、まあ思い違いかもしれないけど、なんかちょっと元気なさそうだなみたいな感じだったんだけど、その前に会ってたのが言葉交わしたのがニコさんってことだから、なんか変わったこととかあった？いや特に普通に午前活動の報告をいつものようにして別れてって感じだったわ。じゃあ報告内容は何だったんだ？普通に午前活動の報告をなんかしただけだわ。なんか詳細は？詳細いつもの昆虫の研究について報告したわ。うまかったか2人で共同研究してるから。うまかったかって聞いてる。わかりました。そういうこと。はい、わかりました。はい。
楽しんでるね。日本語がよくわからなくなってるわけ。宇宙にいるからかしら。なるほど。まあじゃあみつや実はうんトレーニングルームでそのスーと話してるの見かけたんだが、なんかうんどんな話したんだ。なんかそんな軽くっていうよりもちょっと親密そうな感じだったが。あら、いやいや親密ではないけど、親密って言われるとどんな感じの見え方してるのかわかんないから。俺の筋肉がそう感じたんだよ。だるいな。気になりますわ。とても二人の話気になりますわ。いやまあスーとは言ったかわかんないけど、付き合ってんのか。いや付き合あら、ってない。そうなんですの？いややめてください。マジで。バレないですの？ほんと今はスーの自殺の原因を探してるんだから、ちょっと真面目にしましょう。じゃあ続けてくれ。そう、高校生の時にまだこう宇宙飛行士の一人として選ばれる前に、こうなんていうか、付き合ってたんだな。付き合ってたんですか？言わないからな、マジで言わねえぞ、ほんと。すまん、続けてくれ。まあ俺の僕のこう研究って結構地味な研究だからさ、植物の研究だから宇宙飛行士にこうなるために残り5分です。宇宙飛行士になるにはこうそんな地味すぎるみたいな感じで結構笑われてたりいじめにあったりしてたんだけど、その時にスーが結構励ましてくれたりとかして、まあそれのそのおかげもあってまあ頑張れたっていうのもあるから、まあ結構気にかけてくれてるっていうか、今でも。なるほど。だからそんなことがあったのです。その話をしてたってことか。いやまあその話じゃないけど、まあ研究に没頭する性格みたいだから僕は。だからまあ結構こう思い悩んだりとか自分で気づかないうちにしたり しちゃうから、まあ定期的に大丈夫みたいな感じで声かけてくれて、でまあ今日もそんな感じだったんだけど、まあだからいや別に大丈夫だよみたいな感じで話してて、あそうっつって別れたんだけど、まあ逆に僕よりもちょっとスーの方が元気なさそうだなって思ったのはそんな感じかな。なるほど。話は聞いてやらなかったのか。いや僕そういうの得意じゃないからさ。まあそんな感じだろうな。本当に本当にダメージなのですね。植物ばっかり研究してるからなんじゃないんですか？昆虫調べたらどうなんですか？じゃあ昆虫調べたらうまくなるのか。当たり前ですわ。普通は天才ですのよ。そういう君はどうなんだよ。何にも気づいてやれなかったのかよ。だって自殺になったってことは思い悩んだってことだろ。残り3分。残り3分です。どうして思い悩んだかはわからないんですけど、毎日虫食べてんのが嫌になったんじゃないのか。そんなことありませんわ。彼女天才ですのよ。関係ねえそれ。もう嫌になっちゃう本当に。虫と天一緒に才真剣に調べてますのよ私たち。本当に嫌になっちゃう。最近もう虫が嫌だとか言ってなかったか。言ってないですわ。あ、でも私21時にスーの部屋に行ったのには実は理由があったんです。なるほど。私三ツ矢さんと船外活動を交代していただいて、船外に少し出ていたんですね、夜。で20時くらいでしたかな。なんか確か20時くらい、私が船外活動をしている時に研究室3つ並んでるじゃない？ A だけ明かりがついていなかったの。ほう。
ったから私てっきりスーがサボってるんじゃないかと思ってスーの部屋に行ってノックをしたの。うんはあ、なるほどね。研究室にいないんだったらスーの部屋に自分の部屋にいるのかなと思ってノックをしたんですけど、反応がなくて。なるほど。それが20時。研究室への明かりがついていないことに気づいたのが20時で、私はまだその時活動があったので活動を続けてエアロックで装備を外して部屋に行ったのが21時。あ、オッケー。21時。ああ、そういうことか。オッケーオッケー。お、そういえば残り1分です。俺も21時21時の、報告の後に部屋戻るときにスーの部屋の前にペンが落ちてたんだけど、これお前ニコのか？それ玉虫色のペンじゃなくて私のお気に入りの玉虫色のペン。そうだ拾ったのあるぞ。私着替えてる時にないなと思って。ああ、これお前のか。あ、落としてたんですね。なるほど。あら、気づかなかった。確かに玉虫色だからありがとうございます。私のですわ。全く私ったら本当に。マジで。何ですか？売ってるのよ。どこにでも。いや、あ、そうだね。まあ綺麗な人気ですのよ。綺麗な虹色だからな。別に玉虫色ので言わなくても虹色って言えばいい。玉虫色ですわ。本当に嫌になっちゃうこの筋肉男。お疲れ様しか飲んでないからそういうことになるんですよ。本はい、お疲れ様です。当になっちゃうこの。めちゃくちゃ面白い。はい、ありがとうございます。皆さん、もうね、渾身のね、ロールプレイをしていただいて、本当にもう私、副音声で爆笑してるんですけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとね、さらに、ここから、話をね、加速させていきたいと思います。はい。はい。話し合いを続けるあなたたちでしたが、ふとフィーが会議室からいなくなっていることに気づきます。まあ、最初からいるの？言わしました。あ、なるほど。はい。まあ、でもね、ちょっとね、やっぱ愛すべき妹がね、ちょっと亡くなっちゃって、もうね、心身喪失してましたからね、とても話せる状況ではなかったのでしょう。さあ、その、いなくなってしまったフィーをですね、探しに行った方がいいかと悩むあなたたちでしたが、少しして、フィーが会議室に帰ってきました。はい。フィーはどうやら船内の気になる場所を調べてきたようです。私が船内を調べていて、いくつか気になるところがあって、そう言ってフィーは話し始めます。それではここで新たな情報共有となります。フィーの気づきの共有になります。はい、一旦ね全部紹介していくんですけど、改めてまた資料でも、一旦資料で共有しようか。じゃあ、気づきを、これはみんなのやつだね。はい。よし、これで合ってるかな。気づき。はい、フィーの気づいたことという資料がね、いったかと思います。一応ね、この同じようにさっきの共有情報と同じように下にいつでも見れるように出しますし、今から一旦ねみんなにも紹介をしたいと思います。はい、はい、では行きます。まず、フィーの気づいたこと、研究室へ2つのマグカップが置いてあり、共に冷め切ったコーヒーが注がれている。片方は飲みかけ、もう片方は飲まれた形跡はない。使われているカップは宇宙船でポピュラーな蓋付きのカップだ。2個のお気に入りの銘柄のようね。はい、続いて研究室 B になります。研究室 B 操作室にヘアピンが落ちていました。また実験室のドアの内側に血が付着していました。このヘアピンスーのだわ。あの子ここに来たのかしら。はい、続いて、3つ目ですね。研究室 C です。研究室 C、 特に異常は見つかりませんでした。きれいに掃除されているように見えます。 P、 いつもはもう少し汚れてるのに。はい、続いてエアロック準備室になります。船外活動用の救命ロープが1つなくなっています。
そして可愛らしいパスケースに入った写真が落ちていました。落とし物かしら。三ツ矢が写った写真だわ。はい。続いてスーの部屋。救命ロープがぶら下がっています。特に変わったところはありません。そういえば踏み台が見当たらないわね。はい。あと2つになります。スーの腕について、両手の小指側をひどく怪我しています。つけていた腕時計が壊れていて、その針は20時を指したまま止まっています。なんでこんなところに怪我を、何かを強く叩いたのかしら。はい。続いてアインスの腕について。いつもは白衣の袖をまくっているアインスだけど、今日は長袖のままだ。よく見ると腕に包帯をしている。いつ怪我なんてしたのかしら。ということで、ちょっと待ってね。よいしょ。お。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほ、ほ、ほ、ほ。はい。うわ、いっぱい。はい、下の段がさっきまで出てた、共有情報で、上の段が今回出たフィーの気づいたことになります。右クリックしたら拡大、同じように拡大表示っていうのがあるので、それで確認を適宜してもらえたらと思います。さあ、じゃあね、新たな情報が出ましたので、ここで改めまして5分間の読み込みの時間を取りたいと思います。まあね、それぞれ今スーが見つけてきたスーの気づいたことが、自分のこのね視点においてどういった意味を持つのかであったりとか、いろいろなことを考えてみてください。ちなみにこの後またこれを踏まえた上でさらに15分間の話し合いをしてもらいますが、それが最後の話し合いになりますので、最後。はいはいぜひ良いお話し合いができるように準備をしてもらえたらと思います。OK ですかね。なんか、質問とか大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。大丈夫です。はい。じゃあまたね5分間取りますので、5分経ったら声をかけます。はい。じゃあいってらっしゃい。はい、行きまーす。よし、いろんな新事実がありますね。ちょっとアインス船長にいろいろとこう方向先が向くようななんか新事実が出てますが、ちょっと見ましょう。研究室 A2 つのマグカップを置いてあり、ってことはニコちゃんのお気に入りだから、ニコちゃんとスーが飲んでたのではないかと研究室 A に置いてあったんだよね。でも時間とかわかんないから、とりあえずニコとスーがなんか飲んでたけど、片方は飲みかけ、もう片方は飲まれてない。それがちょっとなんかよくわかんないな。一緒に話そうと思ったけど片方が来なかったってことかな。ちょっとわかんないな。これはちょっとここまでだな。次B ヘアピンが落ちてた。B は誰だっけ？ B は誰の部屋だっけ？あった。三ツ矢が使ってる部屋。ヘアピンが落ちてる。なるほど。ってことは、三ツ矢の部屋に、三ツ矢の部屋っていうか、研究室 B で三ツ矢とスーが会ってた可能性大ってことか。その話聞いてないぞ。その話聞こう。B にヘアピン。ピンでしょ？研究室のドアの内側に血がついてる。その血の話もしよう。血の話もしましょう。で、次。C。特に異常は見つからなかった。綺麗に、これが、アインスが、トレーニングしてる部屋。違う。研究室、トレーニングしてた部屋ですね。重力化の実験。綺麗に掃除して、それをね、アインスが掃除しましたね。ここはもうしょうがね。次。エアロック、準備室、ロープが、これはまあ、スーが使ってたロープと、可愛らしいパスケースに入ってた写真。これはスーの落とし物じゃないのかな。これはスーは三ツ矢が好きだった。よし。はい、次。スーの部屋、ぶら下がってる。踏み台がないって怖いですね。踏み台がない。
踏台はもともとあったのかな、それともなくなったのかな。ちょっとこれ聞きたいね。踏台はあったのか、もともとないのか。よし。次。スーの腕に怪我してる小指の側、両手の小指側をひどく。これはアインスの怪我と似てますね。でもスーも、待って、スーもトレーニングするの珍しい。珍しいんだよな、でも言ってるし、あとスーとアインスは研究室 C を一緒に使ってるんだよ。で、その C は重力化が変えられて、それでアインスいつもそこでやってるから、同じトレーニングをしてる可能性大なんだよね。で、つけていた腕時計が壊れていて、その20時に壊れたってことは、じゃあもう20時にはなくなってたってことかな。その可能性は大きいよね。20時にもうなくなってて、でもなんで壊れたんだろう。あ、違う。20時にはなくなってたんじゃないわ。20時よりには生きてて、20時後になくなったってことだよな。ってことは、もしかしたら20時に、その研究室 C で重力化のトレーニングして、その時に壊れたと。あ、もしかしたらスーはアインスのその嘘でやろうとしたその重力化を間違えてやって地面に叩きつけられたやつが実際にスーに起きてて、その時にスーが叩きつけられた時に腕時計壊れて小指側も怪我したとかないかな。それしか考えられないんだけど、まあいいや。じゃあちょっとそれを仮定して次。アインスの腕、白衣の袖まくってるアインスだけど今日は長袖でも長袖にするほどの怪我だっけ。小指前腕部の小指側で、小指だけしか怪我してないのになんでそんな腕隠す必要がある。腕に包帯するほどじゃなくない？なんでそんなに大げさにやってんの？大げさにすんなよ。それか脳筋だから怪我の処置の仕方が下手だから腕に巻いちゃった。よし、それでいこう。よし。はい、それでは5分が経過しましたが、皆さんどうですか？もうちょっと時間いる？大丈夫。もうちょっと。じゃあもうちょっともらおうか。どうする？あと3分。3分。お願いしていいですか？オッケー、じゃあ3分またね、はい、温めますので、ゆっくりどうぞ。いってらっしゃい。完璧なので。もう完璧って言ってる人は完璧じゃないぞ。まあそんな感じだね。あ、いいじゃん。で、聞きたいことは、この研究室 B のことと、まあ一応、研究室 A の話も一応聞きたいね、ニコに。これ絶対君が、ニコがスーとお話ししようとしてただろうから、この話聞こう。A のコップについて聞くのと、研究室 B が一番聞きたいこといっぱいあるな。そう、ヘアピンと血の話。こう考えると、スーの腕怪我してるじゃん。ってことは、怪我イコール血出してる可能性でかいじゃん。だから、怪我した後に B に行って、その怪我の血がドアについちゃったのかな。で、その時に、そういうこと？ってことは、部屋に研究室 B には20時後に行った可能性高いな。その20時、研究室 C で壊したっていう過程が合ってるのであれば、壊した後に B に行った可能性が大きい。
だってそれ以外で怪我する、それとも B で怪我したのかな。三ツ矢となんか口論になって怪我した。でも小指側、両手の小指をそんなところを喧嘩しててどうやって怪我する？その、アインスと同じことをしない以外でどうやって怪我するんだろう。怪我する方法ないから、やっぱ同じことをして怪我したって思うしかない気がするんだよね。でもさ、自殺する前にさ、重量化でさ、プランクする？そんなのアインス以外なくない？なんか自殺する前に一回重量化でプランクしとこうみたいな。そんなそんなんじゃなくない？スーってどういうキャラだっけ？ちょっともう一回。スーは、食用昆虫の研究してて、性格が、なんとかかんとかかんとかな性格、漢字が読めない。漢字が読めない。なんだっけ、この漢字。なんだっけ。明朗快活。なんて読むんだっけ。読み方がわかんない。あ、明朗快活で合ってる。明朗快活で合ってる。明朗快活な性格でいつも笑顔を絶やさない。まあ、明るい天才ってことなのね。明るい天才。それじゃあ3おーびっくりした分経ちました。はーい。はーい。はい。はい。おかえりなさい。さあ、じゃあ、まあ、適宜質問があったら、チャットで送ってもらったりとか、今直接聞いてもらっても大丈夫です。はい。っていう感じなんですけど、はい。で、この後ね、もうそのまますぐ、話し合いが始まりますけど、大丈夫そうですか？皆さん。はい、大丈夫です。はーい。お、いいね。はい。じゃあ、行きたいと思います。こっちか。15分だよね。15分間。はい。はい。ちょっとあれだな。これスじゃない、フィーがうまく見えないのがちょっと口惜しいんですけど、まあ、読みます。あ、いや、この顔が見えてたら、まあ、ええやろということで。はい。はいちょっと待ってね。私の配信画面が、ちょっと待ってね。よいしょ、失礼しました。はい。それでは、物語を進めていきましょう。はい。話し終えたフィーが言います。スーはきっと自殺じゃない。犯人は別にいると思う。その犯人はきっと嘘をついてるんじゃないかな。すべての情報を参考にスーの死について話し合いを再開してください。お時間は15分間になります。ちなみにこれが最後の話し合いです。はい。それでは、またね、15分測って5分、3分、1分前にそれぞれね、リマインドしますので、良いお話し合いをしてください。はい。いってらっしゃはーい。じゃあ、またリーダーとして始めさせてもらいたいんだが、じゃあ一個一個みんな気になるところがあると思うから、一個一個見てこう。ごめん、ちょっとその前にさっき聞き忘れたことがあって。あ、誰に？えにちゃん？違う、ニコに。あ、はい。ニコに聞き忘れたことがあって。いいかな、一旦聞いても。いいですよ。いい？オッケー。昨日の船外活動が僕だったんだけど、18時からの船外活動の担当は僕だったんだけど、それを廊下ですれ違った時に18時いつだったっけな、まあ、お昼過ぎにお昼過ぎとかにすれ違った時にニコから代わって欲しいって言われて、昨日の船外活動変わったんだけど、それはなんでか聞いてもいい？いつか話さなくちゃいけないなと思っていたから今話します。私お、うん。13時にスーと一緒に午前活動の報告をした時に、やっぱりなんかあったのか。いいよ、ゆっくりで。スーと一緒に研究をしてるじゃない？おう。スーから研究のことについて指摘を受けたの。
あ私その時なんか無性にイライラしてて、たった指摘を受けたそれだけだったのに、なんか感情が爆発しちゃって、スーにひどいことを言ってしまったかもしれなくて。何を言ったんだ。まず何を言われたんだ。まあ私の昆虫研究について、まあ指摘を受けた。まあざっくりそんな感じ。うんうんうんはただそれだけなんだけど、いつもだったら私ももちろん完璧主義だからうん内容を詰めたりね、もっと話し合ったりするわけ、うんうんなんだけどその時はなんか今まで活動してきた中で積もり積もってきたストレスが爆発しちゃって、はひどいことを言ってしまったんだけど、私その時感情が高ぶってて、なんて言ったか覚えてないの。あ。なるほどね。でもうんひどいことを言ってしまったかもしれないって心に引っかかってて、うんでもスーの自殺とは関係ないと思って前の話し合いの時に言わなかったの。うん。なるほどね。だからちょっと元気なかったのかな。そうだったのかもしれない。オッケー。そのままの流れでちょっと聞きたいん待ってそのでそれと船外活動は何のつながりが。ああ、確かに。それで私15時半頃お気に入りのコーヒーを飲んでたの。うんで研究室でコーヒーを飲んでたんだけど、そこで一旦落ち着いて、もう感情を切り替えるために体を動かしたくなってトレーニングルームに行って、うんでそこでアイスがいて、うん。で私そのひどいことを言ってしまったことをリーダーだから相談しようかなって思ってたけど、ほなかったのか、筋肉は裏切らないぞって言ってきて、うざかったから私ようやくイライラしてて落ち着いたのに筋肉のことしか言ってこないそういうとこですよの。ほんと。でうざくてやめたの、そのことを話すことを。う。ひどいな。私その後にスーがひどいこと言っちゃった後もずっと研究してるのかなと思って研究室に戻ってあげないとって思ったんだけど、その時にミッチアと会ったの。でオッケーオッケー。私そのやきもきしてた気持ちでどうしてもなんか研究室戻れなくて、せっかくだったらと思って代わってもらおうと思って船外活動のことを提案したの。なるほどね。でもただそれだけ。私本当にやきもきしててってだけだから。ありがとう。ちなみにその後船外活動18時からやって、さっきの話だと20時に1回戻ってきてうん。研究室の明かりがついてなかったなっていうのを確認して、その後またしばらくして21時にスーの部屋に行ったっていう話だったんだけど、うん。 20時に研究室の明かりがついてないのを見た後21時にまでのその1時間は何したか聞いてもいい？私そう私やばいやばい20時頃に船外活動の途中で外から研究室を見て、で私まだその船外活動の途中だったからその後も外に居続けたのよ。ああなるほどね。で21時にようやく活動が終わってエアロックで装備を外してスーの部屋に向かったのね。なるほどね。だから私は18時から21時までの間は
船外にいたから、特にその時に中の様子は明かりでしか判別することができなくて。あー、じゃあ入ってきてたわけじゃなくてってことか。あー、オッケー、ありがとう。オッケー、ごめん、ちょっと時間取っちゃった。さっき聞きたかったことはそんなもんかな。大丈夫か？大丈夫？オッケー。うん。じゃあその話の流れ的に研究室 A にあったコーヒーのカップ、これはニコとスーのものじゃないのか？これは私たちのもの。で片方飲まれてないって書いてあるけど。ああ。ニコは飲んだけどスーは触ってないってことか？いや待って、ごめんなさい、私ちょっと感情が高ぶってて記憶が間違ってたかな。研究室に私研究室ではコーヒー飲んでないわ。どこで自分の部コーヒー？屋でコーヒーを飲んだのよ。なるほど。あー、報告をしてひどいことを言っちゃって、その勢いで私会議室出たんだわ。それで自分の部屋に引きこもって、コーヒーを飲んで落ち着いて、その後はトレーニングルームに行ったから。うん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 。このマグカップは別に私が置いたものじゃない。誰がどっちがどっちなんだろう。でもニコのお気に入りの銘柄ってことは、ニコのために入れたってことだよね。確かに。でも飲んでないってことは、誰かがニコのために用意して、それかスーが勝手に確かに誰かを招いて入れてあげた可能性があるわね、私のコップで。でもニコのお気に入りの銘柄、コップじゃなくて銘柄だから、もしかしたら、じゃあもし本当にニコが研究室 A で飲んでないっていうのを信じたとすれば、仲直りするためにスーが用意して待ってたとか。あー、なるほどね。可能性はあるわね。じゃあそういうことか。じゃあそれはそうしとく。あ、消しちゃった。あ、消しちゃった。消しちゃった。まあいいや。これもすぐ消しちゃう。戻った。すごい。オッケー。じゃあ大丈夫か？研究室 A のことでなんか他に聞きたいことは？まあまあ一旦大丈夫かな。じゃあ B に行くか。B はいろいろ聞きたいぞ。気になるわね。B はあと5分です。やばいやばい。じゃあ早く。みつやが使用してる部屋だけど、なんでヘアピンが落ちてんの？ってことは、まず大前提に言いたいのは、知らないってことを言いたい。ヘアピンが落ちてたのも内側に付着してたのも知らなくて、っていうのも僕が研究室にいたのがさっきの話だと19時過ぎにこうストレーニングじゃない、ストレッチをしてたっていう話をしたと思うんだけど、でその時にスーと会って会話して別れて、で僕だけ残ってたんだけどトレーニングルームに。その後に研究室 B に戻ったんだよね。で今ちょうど研究してる内容が植物、食べれる植物の方の研究をしてて、育てるだけじゃなくて、で、ようやく育ったからそれを試食というか実験でね食べてたんだけど、ちょっと言いづらいんだけど、研究者としてちょっととても恥ずかしいんだけど、腹下しちゃってまあ腹弱そうだもんなお前。うるさいですねちょっといいんですよ感想は。でその後に研究室から出てお手洗いに行って、でその後ちょっとなかなか
お腹が痛いのが治らなかったから、そのまま21時に報告。残り3分。確かにぴったり来たもんね、いつも早いのに。そう、いやほんとすいませんそうやばいと思ってそのまま直接行ったっていうのだから、まあだから19時、ちょっと正確な時間はあれなんだけど、19時から8時ぐらいなのかな。ずっとトイレに登ってたの。もうちょっとあ、その後あ、そうか、ね、 8時からそう8時指してたかな。まあとりあえず僕がいた時はなかったっていうことかな。なるほど。なるほど。その21時の報告の後にも会ってないの？ B で、研究室 B で。21時の報告、ごめんちょっと思い出す。21時報告した後に研究室に行ったとかはないんですの？ちょっと待ってね。拠点報告のために会議室行って、で報告済ませて、その後なんかとりあえず気になることが私あるのだけど、おスーの腕の腕時計の20時そうちょっと気になってて、そ私は20時の時船外にいたからわからないけど、2人は20時の時どこで何してたかわかります？さっき言ったけど僕はトイレ。うトイレ。マジで申し訳ないトイレ。あんまり何回も言わないでもらってリーダーはどこにいたんですか？俺残り1分は、研究室 C で研究してた。なるほどでね。21時の報告になる前に終わらせて、研究室あれって報告しに向かったって感じだね。なるほど。ちなみにちょっと早くしなきゃいけないからごめん、うん先に行っちゃうんだけど、うん。パスケースって誰の？これは確かに。私のあ、船外活動をし2ていた時に落としてしまったから。僕の写真が入ってたっていうのは別にあそこに入ってたのはあなただけの写真じゃないわ。たまたま一番上にあなたが来てただけで。単品の写真入れるんだ毎日入れ替えてるのよ。クルーのトレーディングカードでも出てたかな。はーい、お時間でーす。全然あなた話がの腕のこと何も聞いてなかった。何なのこの筋肉バカ、本当に。信じられないんですけど。はい、お時間となりましたと。はい、ね、いろいろね、情報が多分今ね、散らばっているかなと思うんですけれども、さあ、ここからですね、いわゆるマーダーミステリーで言われる推理パートと投票パートというところに入っていきます。この後にですね、スーの死について、皆さんには一人ずつ順番に推理を披露していただきます。で、このシナリオではですね、この推理披露で話していただいた内容、まあ例えばスーを殺したのは何とかだと思うであったりとか、スーは自殺だと思うであったりとか、そういった考えをですね、一つ必ず決めていただきまして、それを話していた内容がそのままそれぞれの投票先となります。で、まあね、いきなり推理披露しろって言われてもちょっと困ると思うので、まあどういう推理内容にするのか、思考のね、整理のために5分間、この後ね、お時間取ろうと思います。はい。そして、そのね、推理を披露する順番なんですけれども、アインス、あなたはリーダーです。推理を披露する順番はあなたが決めてください。なるほど、リーダー、はいいいね。はい、そのね、披露する順番も含めて考えて、この後5分間で考えてもらってお願いします。はい、本当にね、もうクライマックス、この後ね、推理披露して、
投票先を整理してエンディングとなりますので、もうちょっと頑張ってください。はい。何か質問はありますでしょうか？今から5分間また考えるってことね。そう、大丈夫。推理をしてください。はい。はい。はい、します。良いですか？はい。じゃあね、スーの死の真相についてあなたなりの考え方をまとめてください。5分間いってらっしゃい。はい。まーす。むずすぎる。待って、なんか、みつやもニコも殺してるように思えないし、でもまた自殺するようなキャラ、まあでもな、一番ぽくなさそうな人がするっていうのもあるから、ちょっと今んとこ自殺だと思うんだよね。みつやが殺すようにも見えないし、動機も全く見ないし、なんかニコは動機もちろんあるけど、でもなんか、その、動機が大したことなさすぎるから、で、そんなことで、殺人は絶対しないと思うんだよ。だからやっぱ自殺だと思うんだけど、理由がわからない。理由はちょっとわかんないけど、理由はわからん。順番どうしよう。順番は、でもね、みつやが本当にお腹1時間も下してたのかなんかちょっと信じられない。1時間 ?1 時間も下すか？なんかこの植物の研究なんてもう何年してんのかわかんないけど、しばらくしてるでしょ。で、その研究してる間にたくさん食べさなきゃダメな機会あって、その間にお腹強くなってないんかなそれともやっぱ相当やばかったんかな。1時間だって、スーと、違う、スーとミツヤが、そのトレーニングルームで親密に話してるのを見たのが、19時前。まあ、19時前から19時の間で、で、その19時から、あれミツヤ何してたの？忘れちゃった。あれなんだっけ？でも、20時から21時の間に、だからまあ、話し合いをしてた後にお腹が痛くなって、違うか。話し合いした後に研究でいろいろ食べちゃって、20時から21時に、お腹ずっと下してた。ってことだよね。でもその1時間がなんかちょっと怪しいんだよな、やっぱり。なんか、殺してはなかったとしても、本当に1時間トイレにこもってたのかが微妙。だから正直話聞きたいのは最初に聞きたいのは3つやかもしれん。で、その後に、でも一番動機があるのは2個なんだよな。だから先に2個に話させた方がいいかな。三ツ矢は今んとこ動機っぽいような理由が一つも見当たらないから、むしろスーに感謝するべき。だから、最初2個に話聞くか。先に2個から話聞いて、三ツ矢行くか。三ツ矢の隠してることなんか、2個が三ツ矢のこと好きだったのか。もしかして三角関係。いや、ちょっとでも三角関係のことで、自殺しちゃうかな。まあ、する人はいるかもしんないけど。なんかもっとストーリーがありそうだな。でも全然見えないな。でも今のところ、まあ、時間がなかったからわかんないけど、アイスのその血の話聞かれてない。まあ、ニコに最後に言われてたけど、なんか、大してそんなになんか気にしてたらもっと先に言ってそうだから気にしてないのかな。別に気にしてるけど、言うタイミングがなかっただけかな。むずすぎる。いやでも自殺で、順番2個、三ツ矢で1個。でも自分の、何が起きたかでしょ？
スーがここって最後は全部明らかにしていいのか。でプランクしてたことも言っていいってこと？プランクをプランクしてたこと言っていいのかな。事故死だったとしても事故死を自殺に見せかけるっていうことしないと思うんだよね。三ツ矢もニコもそこまで、はい、皆さんお疲れ様です。それでは5分間経ちましたので、はい、ちょっと待って、これ何のシーンだ？オッケー。はい、確認シーンで、推理披露&投票。はい、よし。ういっす。さあ、空気感も変わったところで、はい、一旦じゃあちょっとせっかくね綺麗なドアップのイラストがあるので、ちょっとねパネルをこう消していって、見ていきますかね。はい。それではですね、よいしょ。お時間となりました。ではまずアイス推理披露の順番どうしましょうか。順番はちなみにここで、この話し合いで終わりなんだよね、もう全部が。はい、さっきのが最後の話し合いで終わりです。今は推理披露なので誰かがなんかガヤ飛ばしたりとかはないです。じゃあここで推理披露したらもう終わりってことだよね、終わりです。じゃあ、真実全部今言った方がいいの？はい、そうです。自分が思うこのねスーの死の真相について思うところを話してください。自分のことも話した方がいいの？それとも別に話さなくてもいい？これまだ物語が終わったわけではなくて、今エンディングを迎えようとしているので。なるほど OK、了解です。 OK です。はい、じゃあ順番はニコ三ツ矢アイスでおニコ三ツ矢アインスでわかりました。はい、了解です。じゃあニコ三ツ矢アインスの順番で推理を、披露していただきたいと思います。特にね時間制限とかはないよな。はいないので、好きに話してください。好きにただ好きにと言っても何にも分かりませんとかじゃなくて、ちゃんとね投票先は一応固定というか決めていただいて、そのスーの死の真相については語るっていうとこだけはお願いします。これって聞いて、うん、自分の番になるまでに変えてもいい？もちろん。OK。はい。OK ですか？なんか質問他大丈夫ですか？はい。それでは、1番目の、2個から推理の披露をお願いします。私はもともとフィーから話を求められた時、心の中で自殺なんてありえないんじゃないかなって思ったの。あの子は天才でいつも優しくてニコニコしてて自殺するような玉じゃない。だから私はこの研究室の証拠を見て、言っておくと研究室の A に置かれてるコーヒーについては本当に何も知らないわ。で、私の視点で他の研究室だったり、フィーが見つけてきた異変、それを見た結果アイスなんじゃないかなって私は思う。なんでかっていうと、
研究室 B に明らかに血だったりヘアピンだったり証拠がたくさんあるのに、アイスが使っている C には何もない。しかもいつもはもう少し汚れてるのに、ってことは私の考えだけど、三ツ矢に罪をかぶせようとしてわざと几帳面な掃除好きというか、掃除だったり研究室に証拠を落としていったんじゃないかしらって思ったわ。なるほど。でもどうしてうんアイスがスを殺さなきゃいけなかったのかについては全くわからない。うんで、あとさっきの話し合いでシンプルにアイスのことを聞けてなかったからより疑いが深くなっちゃったの。確か腕についてもよくわからないし、この人筋肉モリモリなのに本当に今日に限って自慢してこないなんてよくわからないじゃない？乙女はそういうところに敏感なの。少しの変化、前髪切った？に。いや、やっぱり今そういうのはにもすぐ気づくのよ。わかる？今は真面目な場だから。まとめると、私はアイスなんじゃないかって思う。うんなるほど。なんでかっていうと、もう一つ理由があって、おお。スーの腕時計が20時を指してたじゃない？うん。うん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 あの時研究室 B と C は明かりがついてたの、ちゃんと。うん。だから私てっきり三ツ矢も研究室にいると思ったのよ。うんうんうんだから研究室に行く前にアイスがやったのでは。いや、でもどう考えてもトイレにいるの、こもってるの嘘だと思えないのよ。うんだってゲリピーしてたら出れないでしょ、誰だって。ちょっと一個それはいいの。乙女なのにいいのかい、それは。私でも耐えられないわ、さすがに。それに関しては生理現象ですから。でもはいはいはい。まあでもでも私は三ツ矢のことを言っちゃえ。疑う気持ちもある。でも今まで出てきた情報の中で私視点精査するとアイスの方がどうしても謎が多くて疑いが深くなってしまう。だから私はアイスだと思う。はい、ありがとうございます。改めまして確認ですが、ニコが疑う先はアイスということでよろしいですか？はいはい、ありがとうございました。それでは続いて2人目の推理披露となります。三ツ矢くん、推理を披露してください。そうだな。僕はいろいろ考えたんだけど、やっぱりみんなそれぞれにこう怪しく映るところとかがあって、でもこう決定的な何かがないし、あと純粋に僕は研究室のこのメンバーが家族みたいに思ってて本当に好きだから、誰も疑いたくないなって思ったのが一つと、だからこの状況で、誰かが犯人だって決めつけることはちょっとできなかったから、自殺なのかなっていうか疑いたくないから、
こんなことで自殺だって決めるのは良くないのかなとは思うけど、でもこれ以上被害者っていうか、失いたくないから、誰も。だから僕の答えは自殺かなって思います。以上です。はい。汚ねえ咳出たね。ありがとうございます。何が出たの今。なんか毛玉でも吐き出したいの何か。生まれた猫だからなんか毛玉出た。言ってることバケモンじゃないですの？はい、ありがとうございます。それでは三ツ矢は、スーの死の真相は自殺ということでよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。それでは、最後アイス、あなたの推理を聞かせてください。はい。俺はまず何もしてないです、ニコ。で、俺の、死の真相、なんだっけ。日本語はちょっとうまく言えないけど、スーは自殺だと思う。なぜなら、まあ、三ツ矢が言ってた通り、この5人で今まで頑張ってきて5人しかいない中で、まあみんな仲もいいし、まず殺す理由が特にない。まあ一番動機という言えるものはまあ2個。だけど、そんな理由で人殺しなんかしないと思うし、で事故死だったとしても、その事故死を隠すために自殺に見せかけてするような人はここにはいないと思う。でもちろんスーも自殺するような性格ではないけど、やっぱり人は表に出してるのと違ういうのも全然ありえるから、自殺かなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、アインスの、スーの死の真相については、自殺ということでよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。それでは以上で皆さんの推理披露が終了しました。これからエンディングの処理をしますので少しお待ちください。はい。はい。いやー、お疲れ様です。もう考えることないですよ。やったー。もう本当によくわからない。もう意味がわからない。もううわはい。頭いっぱい使った。偉かった。めっちゃ使った。未だに分かってないところあるし、自分のとこで覚えてないところもいっぱいあるし。よくわからないよ。もうすべて。じゃあエンディングシートを三ツ矢くんに配るので、おう。三ツ矢くんは読んでもらうことになります。おう。はい、わかりました。はい。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。私もこれ見ないといけないので。あれだね。ファイル開けましたか？三ツ矢くん。これか。オッケオッケー。よいしょ。ちょっと見ます。ー。お願いします。どうしようかな。配信に移すか迷います。いや、配信に移さなくても大丈夫ですよ。オッケー。はい。じゃあ、あれだね。冒頭と一緒、鍵括弧、自分の鍵括弧の部分と、あとそれから、字の文っていうのかな、モノローグ部分を読んでほしいです。はい。確かもう一人登場人物が出てきますが、それは私が読みます。はい。はい。じゃあ、私がそれでは準備が整いました、エンディングに入りますと言ったら音楽を変えますので読み上げをお願いします。はい。よっしゃ、準備 OK ですか？はい、大丈夫です。はい。それではエンディングに参ります。
ごめんなさい、間違えた。それでは準備が整いました。間違えた。これ私チャットで送るやつだわ。失礼しました。それでは準備が整いました。エンディングに入ります。うわ、なんでこんなことになってしまったんだろう。結局スーは自殺したという結論になり、僕たちは地球に帰還した。彼女を殺した時からあの声がずっと聞こえている。僕は今フィーと付き合っている。みつや、今日はどこに行こうか。あの声がずっと聞こえている。みつやって意外とお酒強いよね。あの声がずっと聞こえている。ねえ、私の言ってること聞いてる？ああ、聞いてるよスー。ということでエンディング5、残響優しい耳鳴りという結末となりました。以上でマーダーミステリー宇宙船ニルノート号の残響終幕となります。皆さんお疲れ様でした。このサイコパスが私完璧すぎて裏の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 裏を読んでしまいましたわ。本当に信じられないんですけど、やってるやないかい、やること。なんでやねん、本当に。なんでお疲れ様でした。なんでエンディングを整理はいしてもらってもいい？エニちゃん。はいエンディングどんなエンディングがあったかってことですか？そう結論、なんかコメント欄のみんなが混乱してるみたい。はいはいはい、そうっすよね。はいまず今回のエンディングっていうのはニコがアインスを疑って、アインスは自殺だと思って、ミツヤは自殺だと思って、基本これって多数決なので自殺のエンドになります。そういうことなかる。ほど。そうです。でこの物語はですね、エンディングが5つ分岐があります。まずミツヤが2票以上の犯人投票をされた場合、なるほど。アインスが2票以上、ニコが2票以上で、フィーが2票以上、フィーっていうパターンもある。って可能性もあったのか。そうで今回が最後のエンディング後、全員が1票ずつまたは数の自殺または自己死と推理された場合が今回のあエンディングとなります。ー自己死って考えてなかったや、最後まで。それ考えとけばよかった。確かにそうどっちかしか考えてなかった。殺人か、そう、殺人か自殺しか考えてなかった。そうですね。でお分かりの通り、ミツヤくんが今回犯人なんですけど、アインス、ニコ、フィー、そのミツヤ以外の誰かに投票されて、かつ自殺じゃないってなった場合のエンディングは、今ちょっと画面に映すんですけど、こんな感じの。はい。これは、ニコ、エンディング3だから2個です。ごめんなさい。エンディング2からか。2からですね。はい。エンディング2、アインスが2票以上の3人投票をされた場合っていうことですね。そしたらどうなんだこれ。その時は、基本的にミツヤくんの語りになるんですけど、ミツヤくんがなんでこんなことになってしまったんだろうって。アインス船長が手足を縛られて僕の目の前に転がってるって。で、後悔をするんですけど、これって首つってるのミツヤくんなんですよ。はい。うるさい、彼女と同じ死に方をしたら止まるだろう。耳鳴りがずっとしてると。でそうエンディング後だと優しい耳鳴りだったと思うんですけど、聞こえる耳鳴りがずっと聞こえてて、彼女と同じ死に方をしたら止まるだろうかって思って、僕は実験室で一番大きな木に縄を結び自分の首をくくった。なぜだろう、声が止まないので、こういう風に自分じゃない人になすりつけてしまって後悔してみたいな。そうです。罪悪感に自分が追われすぎてってこと。そうです。同じようにこれは2個の時で、2個はコーヒーカップの下りがあったと思うんですけど、っていうので、砕けたコーヒーカップっていうタイトルになってます。でこれも同じようにミツヤくんが首を吊ります。でエンディング、これもフィーのパターンですね。で吊るされた姉妹愛っていう、で同じようにミツヤくんが首を吊ります。結局そうです。そうなんです。誰かをただミツヤくんが2票以上の犯人投票された場合、こちらのイラストになります。お
なんだ静寂無音の救済。こちらはですね、まあ彼も彼動画がいても死にはするんですけど、正直あ実はーはい。これはですね、みつやくん宇宙船の外に飛び出します。なるほど。はね、分かっていたことだったらいくら偽装工作をしたことでこうしたところでこうなると。で彼女を殺した時からあの声がずっと聞こえていると。で、後ろからアインス船長のニコのフィーの声が聞こえるって、もうずっと走ってるんですね。僕は走った僕は走った。で、ここが真空の世界、ああ静かだっていうので終わるんですけど、無音の救済っていうのがこれよく見たら右側にこの手があるね差し伸べる手がスーの手があるんですよ。あるつまり最終的にその自分の罪を認めて救済されたっていうエンドですね。の分岐がありましたと。でもちたちが今日なったのがこちらになります。はいはい。一番残酷かも。そうです。ね、多分そうかも。一番胸くそ悪い。これはストーリー的にははい。三ツ矢が犯人ってことだよね。フィーは犯人じゃないんだよね。はい。三ツ矢くんが犯人になります。動機は確かに動機じゃあは各キャラクターの背景を見ていきますかね。確かにはーい。よいしょ。まあじゃあショパナのね三ツ矢くんからいきたいなと思うんですけど、ちょっと私の配信画面にも出そうかな。こうしてこうしてこうと。はい。ショックだな。じゃあハンドアウトをねみつやくんのハンドアウトをちょっと配ろうかな。みんなにもね。もしよかったら。よいしょ。ちょはーいっと待ってね。よいしょ。ファイル。これみつやくんのハンドアウトだから、ここで。よいしょ。よいしょ。はい。はい。それぞれの、秘密情報を配りました。わおーそうなんですよ。そうみつやくん動画がいても死ぬって言ったんですけど、このエンディング後が唯一の生確かに存エンドに唯一にして一番やばいエンド。死なないやつだけ選んだ。ね、一番やばいやつ選んじゃったね。そうなんですよ。死ななかったんです。心がすごいざわつくね感じ。はい。怖い。ってことで、ざっくり、説明していこうかなと思うんですけど、詳しくはね、みんな見てもらってって感じで、私の配信画面に出してるので、もしね、詳しく知りたいよって先生たちちょっとすぐ出すのちょっと難しいかもしれないので、私の画面だと一時停止しながら見れるようにしてあるので、ぜひ見てもらってって感じなんですけど、まずみつやくんは、ですね、そうですね。言ってた通り候補生の時にスーに応援してもらって励まされて頑張って宇宙飛行士になりましたと。で彼は衝動で殺しちゃうんですけど、やっぱサイコパス。バケモンやっぱりサイコパそうなんですよ。でもこれあれか、それぞれに語ってもらった方がいいか、私がより。ちょっとみつやくんみつやくんの説明してくださいよ。そうや。そしたら前半は語った真実、語ったこと嘘がなくて、で一つ隠し事があるとしたらスーのことが好きだったっていう。やっぱりね。あスーのことが私思ってましたよ、そのこと。私ね、思ってましたからね。あなたほんと好きなのに殺しちゃったの？好きバでケモンやん。好きだから殺したわけじゃなくて、好きでトレーニングルームで会って喋ったって言ったじゃん。あったあった。そうその時にうわ、怖い普通に違和声。感に気づいて、違和感に気づいた時に思いを伝えようって決心してほう。あ、思いを伝えたんだけど、ここには書いてないけど多分断られた。ああ、そういうことか。なるほどねで。それでちょっと自分でもわけもわからないうちに自分の実験室の中の低酸素室に閉じ込めちゃって、うわで気が動転して気づいたらもう声が聞こえなかったっていう状やばい。況で、でその後やばいと思って21時に
トイレとかには行ってなくて、そのまやっまぱり意な。見報告のために会議室で行った後帰って、でフィーが重力ありから無重力にするタイミングを見計らってあ自室に連れて行っうわーて指紋ピッてして吊るして、でうわ重力が台座がなかったのか。そう重確力がかに。出てきた時に落ちるようにしたっていう。やばい。バケモン。やばい。本当。こっからは自己解釈だけど、うんスーを殺しちゃって妹いなくなっちゃったから、フィーへの罪滅ぼしみたいな感じでそばにいてあげる。あー罪滅ぼしかもう食材みたいな。めちゃくちゃいいと思う、その解釈大好き。確かに。大好きいやいやいや、フィーを可愛いにしてんのかと思ったよ。でもいやでもなんか結局は、うんそのずっと声聞こえなくて縛られてて、でも、救われないみたいな感じだよね。そうです逃げね。な気がするな。結局そこでそうスーにとらわれちゃってるんですね、うんずっとね、三ツ矢くんは。逃げですよ本当に。はい。やばい悪い男だもん。どこサイコまパス。ひどい。でも。いやサイコパスめ。一生懸命生きてるんだ。はい、そんなね、いろんな三ツ矢くんでしたけど、じゃあ、ニコちゃんがいいかな、次は。ちょっとニコちゃん、ちょっと自分の秘密とかいろいろちょっと教えてくださいなと。あ、私。ニコちゃん、はい。ニコちゃん、よろしく。ニコちゃん私の私はまあ完璧主義なんですけど、小学生の頃からまあもう本当にもう優秀な子、神童みたいな感じだったんですよね。100点以外取ったことないし、生徒会長も中学校の頃やってたし、ピアノコンクールも1位だったし、で高校生の頃にはもうなんかそういう昆虫食に関してのなんかすごいすごい論文バケモンみたいななんか書いてバケモンしかいねもうバケモンしかいないんですここで、なんか発表もするくらいすごくて、でも本当に言ったらもうナルシズムがもう磨きがかかってたんですよね、高校の頃までに。でも私は本当にもう言ったらもう完璧、もう全知全能くらいの気持ちでいたのに、候補生になってスーっていう天才に出会っちゃうんですね。あー、なるほどね。それで私はもうスーが完全に上位互換なんだと、私の。で気づいちゃったんですよね。完全に胃の中の蛙だったと気づいて、でそれで完璧な、私は自分が完璧だと思ってたのに、自分よりも完璧な人に完璧な人なんていないわって言われちゃって、もう嫉妬がすごい生まれちゃったんですよね、心の中で。で、まあ、すっ飛ばすんですけど、三ツ矢のことが好きなんですね、ニコちゃんは。そうだよね。だけど、スーのことも嫌いじゃないと。で、まあこう進んでいくんですけど、昨日の出来事のとこに。でまあスーと一緒に午前活動の報告をして、でまあ言ったことと本当に一緒です。指摘を受けて本当にそれだけだったんだけど、今までのそのスーに対する嫉妬だったりとかが積もりに募って、で三ツ矢のこともあるし、でニコは三ツ矢に告白しても答えてもらえないと思ってたんですよね。付き合えないと思ってたので、だから多分書かれてないけど、ニコちゃんは心のどっかで三ツ矢がスーのことを好きだったのを感じ取ってたんじゃないかなって思うんですね。でまあそれもいろいろ含めてわーって感情任せにひどいことを言ってしまったかもしれないっていう、この感情任せに言っちゃったから何を言ったかもわかんないんですよね。だからまあニコちゃん視点では自分が加害者
なわけないって思ってるけど、私は最初ニコちゃんが加害者の可能性もあるんじゃないかとかって追っちゃうくらい、なんかもうこの子に結構感情の揺らぎでなんかこう行動が爆発しちゃうみたいな子なのかなって思ってて、でまあそれで自分の部屋に引きこもってコーヒー飲んで、でそれでトレーニングルームに行って報告した通りですね、アイスがいて「あ、筋肉は裏切らないぞ」って言われてあったんだこれ。本当に言われてるっていう。これ本当に言われてるってちょっとうざいもん本当に言ってる本当だったんだ。うざいも本当なんだよ。だってこんなにね感傷的になって気持ちが落ち着いてって思ってる時にリーダーだから話しかけようかなって思ったら筋肉のこと言われたらまあうざいですよね。もう誰ってなってまあでそれでみちやとその後スーのことを気にかけて研究室の方に行こうかなって思ったけどみちやと出会ってっていう。で写真については隠し撮りしたらしいです。海外やばいよね。犯罪者なんですよこの子は。本当にね、私はもうなんか一生分かり合えないこのニコっていう人間とは。本当に意味がわからない。なんだよこの女。あれじゃん、日本の学校だとさ、なんか文化祭の写真をさ、こう売ってる時に買ったみたいな感じの気分じゃないのかな。違うのかな。確かにねで。も出会ったのがその研究員になってからなんで。そうね。まあまあね、確かに。そっか。化け物ですこいつ。そう。まあでそれでまあ普通に報告した通り船外活動して。で帰ってきて、でそれで研究室 A だけ明かりがついてなくて研究室にいないんだったら実質にいるんじゃないかなって言ってコンコンってノックしたけど返事がないと。でそれで玉虫色のペンなくして「本当についてない今日」ってなって寝たっていう。本当ついてない。本当ついてない。そうなるほどね。でニコの内心「スーが自殺ありえない私の言葉のせいあの子はそんな玉じゃない」ああ言ってたね。言ってた。ちょいちょいなんかヤンキーっぽいんだよね。そんな玉じゃねえみたいな。まあなんかすごいよね。ニコちゃんの中にやっぱり嫉妬ありながらもスーに対するリスペクトがすごいあったんじゃないかなって思いますね。なんかだからその自殺じゃないんじゃないかっていうところにもう初っ端からたどり着いてたのかなっていう。やっぱり一番尊敬してたからね。でまあ隠し事はみちは好きなことだけは秘密っていうことでこんな感じの。いや吐かせようかなと思ったんだけど絶対に秘密ってことは絶対言わなかったんだな。言わないですよね。まあだからもうニコちゃんくらいのツンデレっていうか、みたいな子は逆にもう嫌いですって言っちゃうんじゃないかな。言うね、言言いそうだね。確かに。だけどその最後の推理なんかニコちゃん多分完璧主義っていうけど多分友情も愛情もどっちも取りたいみたいなタイプだと思うんですよね。だから最後の推理アインスにしたんですけど、そのみちやだとなんか罪かぶせてるんじゃないかっていう形でアインスを指定したんですけど、まあなんかこの登場人物の中で一番人間味がある子なんじゃないかなって思ってたので、まあちょっとミスリードではあったけど、まあその好きな感情とかも込みにするとどのみちアイス選んでたんじゃないかなっていう感じでした。なるほどね。いやありがとうございます。そうなんかね猫ちゃんねその最初のさ15分間キャラクターシート読み込みしてくださいで一人ずつさ面談したじゃん私と。その時に今ぐらいの熱量ですごいニコちゃんのこと語ってくれてすごいそんなに落とし込めるんや人ってって思ってすごい感動した私。私は本当にこの女が嫌いですよ。バカ言うじゃないですか。どう考えても。でもこう聞くと3人のキャラクターの選び方たまたまなんかすごい適当だったけどめっちゃいい。一人一人に絶対エニちゃん聞いた時なんか
合ってると思ってたでしょ。思ったよ。すごいマジでこうなるんだって。私はなんかまあ一番合うのはこうだけど、でも三ツ矢くん顔がいいからなーとかって思ってたから。いやマジでこうなってびっくりしてる。あ、そうだ。じゃあアインスもいや自己紹介。まあアインスがねアインスはマジで一番被害者。この3人のごめんな中でさいね、ほんと。3人の中で一番被害者です。アインスはマジで普通にただただいい人。過去はまあ小さい頃体が弱くてちょっとそれのせいでいじめられてて、でそのいじめがトラウマでやっぱあるから、でもそれを乗り越えるために自分に自信を持つために宇宙飛行士を目指して体力筋肉と勉強もたくさんして、まあ、今のアインスはもう完全に努力の塊みたいな。そうで自分の過去の自分に打ち勝つためと。だから本当に努力家だから、そのちょっとなんか筋肉でナルシストみたいな、まあ今は多分本当にちゃんとした本物の自信がついたからあんな感じだと思うけど、ノピは多分7割本物の自信で3割まだ作ってるかなって思ってはいるんだけど、それでリーダーですごくやっぱり努力家だし、まあ、努力家だからすごい責任感があるから本当に根っからのただのいい人だと思うんだけど、そしてこれが起きたからもう自分のせいだみたいないう気持ちで事件を解決したくて、でまあ本当に昨日の出来事は全部基本嘘は何もついてないんだけど、お昼食べてまあなんかみんなにねなんかこうみんなに尊敬されてるリーダーではあるとは思うけど、こうなんかリーダー様みたいな感じじゃなくてちょっと威厳がないリーダーかなみたいなのがすごい感じ取れて、どこかなトレーニングルームでその三ツ矢とスーがこう親密に話してるのを見たところはやっぱりちょっと怪しかったよね。もちちゃんはなんか軽く喋ってたって言ってたけど、まあアインスはこんなね何が分かってないけど筋肉で感じ取ってましたからいやーそうですよね。第六感って感じですよね。そうそれでね感じ取ってたからやっぱなんかおかしいなとは思ってはいたけど、まあよく分かってなくて、でまあ唯一秘密にしてたことはここで研究室で説明しようがあるから説明しようがプランクとは違うプランクって知ってる？みんなプランクは体幹トレーニングするためなんだけど、うつ伏せになって腕を出してイラスト通りにこのポーズをするんだけど、これを高重量化でやるからすごい負荷がめっちゃかかるわけなんだよね。でそれで負荷がかかりすぎて手の小指に怪我をして、それが筋肉弾けたのかと思いました。パン。それでパンプアップ究極の。やばすぎる。それで今指の皮がむけちゃって血が出ちゃったから、床に血がついたから掃除して。それ言ってくれたらもうでも言えない理由があったんだよ。言えない理由が下の方に行ってもらうと隠し事のとこにあるんだけど設備を私的に利用してるってバレちゃったらリーダーと研究チームから外されちゃうと思ってたからバレちゃダメ。でも一番しょうもないじゃないですか。まあだからノピはこれ見た時いや別にバレてもよくねって思ったんだけど、そんなことで外されないとは思うんだけど、やっぱり人一倍でもリーダーだからそうリーダーで責任感があるからそうやっぱ隠しといた方がそこですれ違いが起きちゃそうノピは言うけどやっぱりアインスは隠し通すんだろうなと思ったからできるだけ言いませんでした。いやはいなるほどね。なんか踏み台がなかったのも確かに踏み台なかったの気になった。こう吊り下げるのって、人がやるんだったらこの中だったらアインスしかできないんじゃないかなって思ったんですよ。それもあっ
ったんですよね、選んだのに。確かにでもなんか一回その重力を使ってパーンってなるみたいなのを考えたんですけど、いやでもなんか自殺するなんて思ってないからニコちゃんは。その線はもう追うのやめようってなってやめたんですよね。そうか。いやそうなんですね。みたいな話聞くの忘れたんだよね。後から途中で気がついもうたの。ね、もうもちはね、もういかにそらせて会話その真実を言わせる危ないところに持っていかないように別の話をさせるかっていうのにもういっぱいいっぱいだって頭。いやーでも振り分けめっちゃ良かったと思う。のっぺもすごい。みつやできなかったと思うし、性格的に絶対アインスと似てるし猫ちゃんもニコちゃん好きじゃないけどなんかこうね入りやすいし、いやめっちゃぴったりな配役だった。マジ大変だったんだけどハマってめちた。ゃめちゃ上手だ。すごい上手だった。あれじゃないですか、大変な立ち回りがもちちゃんだったからこそ成立したんじゃないかなとは思いますけど。さすもちって言われてる。いや本当にみんなそれぞれハマっててめっちゃ良かったと思います。本当にも見れましたわほんまに。いやちょっとみんなの視点見るの楽しみだな。確かにこれね推理ししてるところ話してんの聞きたいね。そう。しかも情報整理するのすごい大変でした。大変だった。そう自分がなんかね、どの時間にどこにいて、そう時間多すぎ。で他の人たちが同じ時間帯にどこにいて何してるかみたいな精査するのが大変で、なんか他の人の考えてるとなんか自分の報告がなんかあれ違うわこれ違うわって情報見たらこれ資料見たら違うわって言ったのと違うわってなって、意味がマジで何がなんだかって。いやなんかね、もうもちがもう見た瞬間に犯人だって分かった瞬間、なんかワンチャンみんなそれぞれがちょっとずつ加担してんじゃねみたいなこと思ったんだけど、だとしてもバレちゃいけないのは好きだっていうことでもなく、その犯行殺害したっていうことをバレちゃいけないっていう感じだったから、とりあえず隠し通そうって思って、そう証拠が出た瞬間、気づきで出た瞬間、終わったって思ったの。もちは証拠はこんなんって思って、どれが一番証拠だった？やっぱチとピンと。そこか。いやでもなんかこれベタすぎないって思ったんですよ。甘いんだよね。裏読み？だからだってなんかそのみつやがもし犯人だったら、いや衝動的なあれだと思ってなかったから、殺す理由がそもそも。みつやだったらそれこそ A とか C とかそっちでもう殺害っていうか犯行を行うんじゃないかなみたいな思っちゃったんですよ、ね。ちょっとさ、のぴがあった推理とか言っていい？そのさ、アインスはさ、小指の裏さ、血、フランクやってたから血でついちゃったじゃん。で、そのスーも、フランク仲間だって。そうだと思ったの。本当ですか？やっぱそうなりますよね。筋肉。スーの、試しに同じことやったのかなと思って、それで、その時に衝動で時計も壊れちゃったのかなって思って。なるほどね。もう時計をパンプアップしちゃって。そう追い切れちゃった的なね。80ボーンってことですか？なるほどね。だからフランクよりスー面白すぎでしょ。だからよりそうだから言えないから。みつやへの疑いがちょっと薄れちゃってたっていうのある。もうだからもうみんな深読みしてくれたからマジで助かった説あるんだけど、だからこそ証拠が気づきが出た後の5分間の整理、プラスその後の15分間で絶対に俺が主導権取らな終わるって思って、で絶対に主導権取らなきゃと思って、のぴがまずはじゃあどれにしようかってアイスが始めてたやばいと思って一旦話をそらせようと思って前回の聞けなかったことっていうのを持ち出してあったのね。そうすごいよね。でワンチャンこうニコが疑いを
自分が指名しなくても向くように、自分に好意を向けてるっていうのを聞き出せないかなと思ったけど、そもそもその勝利条件というか敗北条件というかに好きだって言わないっていうのが含まれてたから、いやまあ自殺せんでいってよかったなっていうのはある。いいややめちゃめちゃなるほどな。そういろいろね、結構まあその三ツ矢くんが犯人だなって思えるルートとしては、やっぱそのね、両手の小指側ひどく怪我してるっていうのと、研究室 B の実験室のこれ内側なんだよね。ドアの外側じゃなくて内側に血が付着してるっていうところ、だからで捜査室にヘアピンも落ちてるしっていう、じゃあ、ここに来たよねっていうのが、そうでもこの証拠出た時に私初めてこれやった時三ツ矢だったんだけど、マジで非余計なことしやがってって思ったもん。逃げようあるって思って。いやそうマジでそう詰められたらもう逃げられなくなったらもうなんか言ってしまった方がいいのかなとか思ったりしたけど、いやうまくね、そう本当にうまかったって立ち回ってくれましたね。パンプアップだし恋心だしね。とんでもないですよ。バケモン揃いだったこのメンバー。本当に。いやぜひね、他の先生視点のもね、みんな見てもらいつつ、私はもう完全に副音声側でもなんか爆笑しながら見させてもらってたんでまたね、はいしてみるか。よかったら覗いてみてくださいといったところで、いやーなんだかんだで3時間かかってしまいまして、すいません、もう夜の1時で遅くなりました。皆さん夜遅くまでありがとうございます。ありがとうございました。はい、楽しかった。いやほんま、ね、面白かった。楽しかったです。ありがとう。ぜひね、結構このさ時間整理も大変やったっていうね感想をもらってたけど、やっぱ結構まだみすね、時間整理とか状況整理マジでよくあるから、マジこれ慣れやと思うから。ほんまに。そうそうそう。犯人になった人はより誰よりも理解して場を回した方が有利だからマジ必死だった。確かに。そう主産選択してたもん。これいい、一旦いいこっちを覚える。そうだ。いややきね、まあなんかもしねこれがねいいなと思ってまたねマーダーミステリーとかね興味持ってもらえたら嬉しいなと思います。 GM としては。はい。ということで、配信そろそろ締めていこうかなと思いますけれども、じゃあ、最後に宣伝をお聞きしようかなということで、個人今まで個人でやってたっけ、それともテラメタル全体でっていう話だったっけ？まあ全体としてはボイスが出た。そうだね。ボイスが出ました。ボイス出たよみんな。出ました。ボイス。自己紹介ボイス、オリジナルボイス、システムボイス。これですね。そうです。ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。はい。のぴちゃんなんてね英語版もあるからね。いやそうですよ。すごいよ。知らなかったよ私たち。知らんかったけど英語版もあるんや。やっぱりね英語の先生だからね英語版も出しときたいなということで。さすがやね。さすが。いうことで。いやじゃあでもお疲れ様だよ。いやー、エニちゃんもありがとう準備。ありがとうございます。私はやりたくてみんなにもねお付き合いいただいたという形やきに、むしろねありがとうやらせてくれて、ほんま私も楽しかった。とっても説明上手だった、さすが。ありがとう。はい、いうことでじゃあ終わっていきますかね。はいはい、それじゃあね今日はね皆さんね見てくれて遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。ハッシュタグテラメタル職員室で、ツイートしてもらって、ただね伏せたとかネタバレになりそうなやつは伏せたとかね使ってくださいね。終わった後もね気をつけてください。終わった後でもちゃんとネタバレにならないように皆さん気をつけてください。お願いします。気をつけてください。お願いします。はい、ということないっけね。大丈夫。はい。それじゃあ皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。またね。バイバーイ。バイバイ。